ご覧の皆様、こんにちは。この動画は2024年11月16日、東京都の国際文化会館で行われた藤原直哉先生による講演会、君たちはどう生きるかを収録したものです。同年5月に行われた講演会、宇宙と精神世界、そして食べるということのシリーズ第2回目であり、前回同様、マルーシュカローチョコレート専門店の主催で開催されました。講演会の開催当時、アメリカではトランプ前大統領が次期大統領として選挙での当選を確実にしており、トランプ大統領が再び誕生することで世界は大きく変わるだろう、そう多くの人々が期待と不安を持って情勢を見守っていました。一方、ウクライナでの戦争や中東での軍事的な緊張も継続しており、核兵器が使用される最悪の事態も想定されていました。こうした状況を踏まえ、藤原先生には新しい時代を生きる人々、特に時代を担う若い人々に向けて人生の指針となるようなお話をしていただきたいとお願いしました。講演テーマの設定にあたっては、風の谷のナウシカという作品で核戦争後の世界を描いた宮崎駿監督の最新作が君たちはどう生きるかであることから、同様のタイトルで講演をお願いすることにしました。講演会の結論を端的に述べるならば、あの世に駆け抜けるように生きるです。人間には天から与えられた役割があること、生きることは神の演劇を演じること、与えられた役を一生懸命演じること、役割を何も果たさない罪はとても重いこと、そしてこの人生が終わってもまた次の役が与えられることなどが語られます。スピリチュアルな話であり、信じられないという方々もいらっしゃるでしょうが、一度は聞く価値がある話が語られていると思いますし、私自身若い頃、できれば10代の頃にこの話を聞いておきたかったと思いました。前回同様、講演会の冒頭で参加されたお客様約50名にマルーシュカローチョコレート専門店のミルクチョコレートを召し上がっていただきました。ローチョコレートとは、全工程を48度以下で調理することでカカオの豊かな恵みをできるだけ損なうことなくチョコレートにするもので、とても美味しくて健康的ですので、動画をご覧の皆様もぜひお召し上がりください。こちらの QR コードおよび動画の説明欄にリンクしましたオンラインショップで購入可能です。最後に、講演会にお客様として参加されたウクレレソリストの高橋茂人さんが、講演会終了後、皆さんの前でウクレレを演奏していただけました。ウクレレにはこの世とあの世をつなぐ力があるのではないか、そう語る高橋さんの藤原先生のお話と呼応し、共鳴するような駆け抜ける演奏をぜひお楽しみください。それでは皆様、講演会、質疑応答、そしてウクレレ演奏を含めて約120分の動画をじっくりと何回でもご覧ください。皆さんこんにちは、藤原でございます。今日は土曜日ですよね。お休みのところ ありがとうございます。今ご紹介ございましたけれども、下田さんも本当に頑張っておられましてですね、チョコレートも本当改良を重ねておられまして、やっぱり非常に地道にやっておられる姿は素晴らしいと思っております。私宮崎先生のところで講演したことあるんです。20年ぐらい前でしたかね、宮崎先生のところが電話がかかってきて、事務所からですね、うちのアニメーターってずっと仕事しっぱなしで、世の中のこと分かんないからちょっと話してくれませんかって言うんで、あれはどこ武蔵境かなんか何でしたかね、スタジオジブリって。で鈴木さんと宮崎先生いらっしゃって、あとスタッフの方いらっしゃってね、講演した覚えありますよ。懐かしいですね。気さくな方ですよ。でなんか嘆いておられてですね、いい台本がないんだっていつも言っておられますね。台本不足で困ってるんですよなんて言っておられまして、懐かしく思い出しております。で今日は君たちはってちょっとお年を追うな方が多くてですねちょっとそういう
ね、生意気な口方はしないようにいたしますので、君たちはねなんて政治家みたいなことは言わないんでですねちゃんといきたいと思いますが、正直なところですね、こういうふうに最初から言っちゃうと怒られるかもしれませんが、我々実は生きるのに退屈してるんです。これ本当のことなんです。我々のこの時代はみんな生きるのに退屈してるんです。歴史的に振り返るとこんな時代はまずほとんどないんです。毎日生きることが大変で、理不尽に死ぬことが当たり前なんですね。わかります？毎日今日一日生きることが大変で、理不尽に死ぬことは当たり前な時代がずっと長く続いていたんです。例えば昭和20年の敗戦前で言いましたらですね、終戦前で言いましたら、男は戦争、女は出産なんです。もうこれが鬼門でございましてですね、で男女ともにあったのが結核なんです。でいずれもですね20歳前後ですね、20歳前後に、ですから男は結核と兵隊で、女は結核と出産、これをクリアしないと大人にならなかったんです。大変でございましてですね、でじゃあ何が原因でってのはやっぱ貧乏が多かったんですね。とにかく貧乏が多くて、栄養悪いと結局なりやすいでしょう。それから兵隊もですね、一番最後がちょっと別なんですよね。一番最後のもう総動員になってからちょっと別でございますが、そうでないとやっぱりですね、コネもないとですね、やっぱりどうも危ないところへ行かされたりしてですね、理不尽なことは多かったわけでございます。ですからこの20歳前後にね、男も女もすごい関門があるとなりますとですね、生きるのはなぜ生きるかってことは重大問題なんですね。今みたいに六本木あたりで、スマホ見ながらディレーっとしてるわけにいかないわけであります。で毎日生きるのが大変なだけじゃなくても、その先巨大な壁がそびえてるわけですね。で理不尽な世界ですから、これ超えられるかどうかはよくわからないですね。で超えられなかったらどうしようかってみんな思いながらすごく真剣に考えたわけでございます。で私の父なんかは戦争に行った最後の世代で、徴兵の最後の世代でございますが、外地にいたのが3年ぐらいですかね。生きて帰ってきましたけども、もうずっと私子供の時から聞いておりました。もう戦争帰ってきたらあとはお釣りの人生であると。皆さんは今ご自身お釣りの人生だと思っている方いらっしゃいますか？やっぱりいないよね。我々の世代はそれないんだよね。例えば会社定年退職してもあとはお釣りだってみんな思ってないね。これからだと思ってる人多いですよね。そうなんですよね。ですから我々の世代はですね、生きるっていうことのものすごいピークを経験しないままずっと年取ってるんです。そうするとですね、だんだん生きるの退屈してくるんです。これ本当のことなんです。昔はですからこのものすごいピークが20歳前後にあって、感受性の豊かな頃ですね。これ超えますとですね、言ってみれば、一番厳しい峠を最初に越えましたから、お釣りといえばお釣りなんです。あとは好きにやっていこうかなということで、とりあえず死ななかったからどうしようかなという感じでね、本当にお釣りといえばお釣りの人生で生きてたんだろうと思うんですね。でやっぱり何て言いますかね、兵隊なんか特にやっぱり理不尽の限りでございまして、上官、例えば小隊長クラスが自分の上がですね、すごい人だとやっぱ部隊全部生きて帰ってくるんですね。これとんでもないとみんな全滅して帰ってくるんですね。で自分で上官を選べないんですね。それでね、みんな死んじゃうってこともあったし、生きて帰ってくることもあったし、それから出産なんか本当運一つですよね。お金があろうがなかろうが運が悪いと本当になくなっちゃったですね。結核もそうですね。だからいつ何がどうしてと言われてもよくわからない。でもとにかく生きるものは生きる、死ぬものは死ぬ、こういうことですね。今回コロナがありましてですね、でワクチンがありまして、すごい命の危機っていうものが今回はあったわけであります。その前でございますと震災ございましてですね、例えば津波でございますね。津波に押されたのが結構ございました。最初から逃げた人もいたんです。逃げれなかった人もいるんです。しかし逃げなかった人もいるんです。なんて言いますかね、自分の選択の結果が生き死につながったという部分はとても多くてですね、理不尽といえば理不尽でございます。ああいう地震津波でございますから。しかしその前にやっぱり自分の選択っていうのがあったんですね。ですからやっぱり自分で自分の人生を選択する時代はもうすでに来ているんですね。
それによって未来が結構変わってくるんです。コロナをどう対処するか、健康をどう対処するか、ワクチンどう対処するか、自分の選択の結果として人生はやっぱり見えてくるんですね。だから理不尽っていうよりもむしろやっぱり自分の選択の結果として人生が見えてくる時代にもうすでに来ております。昔に比べて理不尽な死に方するってことはあまりなくなってきたように思います。で、もちろん海外へ行くとまだたくさんありますよ。本当強盗とかですね、戦争とかやってるところはですね、まだまだ理不尽に亡くなる方がとても多いんです。でもですね、何と言うんでしょうか、理不尽に人が死ななきゃならない、特に生きてればみんな暗くてお葬式みたいに生きてるかっていうと、いやむしろ反対ですね。のびのび生きてるんです。動物がそうですよね。死ぬまで基本的に病気になるまで元気に生きてるんですね。あんまり余計な心配、取り越し苦労しないで暮らしております。動物なんかはね。ですから傍から見ていてこれは厳しい人生だなと思っているのとも確かに厳しさはありますけども、暗く人生を送ってるわけでもないんですね。やっぱ一日一日生きることがすごく大変でございますから、頑張って生きてて、今日も一日終わったと、よかったなと。で貧乏してるとですね、実は長生きって嫌なんですよ。今あんまりそういう経験する方もいないかと思いますが、本当に貧乏だとね、長生き嫌なんですよ。早く死んだ方が楽なんです。本当の貧乏っていうのは生きることが辛いですから、それが本当の貧乏なんですね。で豊かになるとね、やっぱり長生きしたいんですよ。今日も楽しかったから明日も楽しくありたいと思って。だから本当ね、貧乏すると長生きしたくないの。で豊かになると長生きしたいと思うんですね。だからもう日本はね、本当豊かになったわけでございますね。大変なもんでございますよ。だからなんて言いますかね、昔の人から見ましたらですね、いや夢のような世界だなと。ね、本当に夢のような時代、日本人の我々の、亡くなった人から見ると子孫は生きてるなと本当に思うと思いますよね。お釣りも何もない、結局ね、ずっと生きるっていうことに正面から迎えられるわけでございますから。それからもう少し前になりますとですね、兵隊よりも武士の時代になりますと、死ぬことっていうことを最初に学ぶんですね、あれね。生まれるっていうのも大事なことなんですね。生まれる大事なことで、家を継いで武士の役割を果たす。そのためにこの家に生まれたんだもんで、結局家としていろんなことを学ぶんですね。それから殿に使うでしょ、殿から学ぶんですね。葉隠れってご存知ですかね。佐賀藩の書き物があるんですね。あれ実は江戸時代はあれ発禁書だったんです。みんな読んじゃいけなかったんです。あまりにすごい内容なもんで。これ今でも読みますけれどもですね、面白いことたくさん書いてありますよ。あれはね、結構大阪城の戦いぐらいからずっとありますから、本当に戦争の真っ最中からですね、少し平和になった頃まであるんですね。死ぬ意味なんか考えるやつがいるからいけないんだって書いてあるんですね。何をね、死ぬ意味だと。武士はね、死ぬ意味なんか考える、そんなこと言ってるからね、武士として仕事ができないんだと。武士はすぐ死ぬことが大事だって書いてあるんだよ。何も考えずに死ねなきゃダメなんだってはっきり書いてあるんですよ。わかります？これってとにかくね、長い時期のもんですからね、もうとにかく大阪の陣の頃はね、もう早く死ぬのに今度だ、何を躊躇しとるかと、すぐ死ねと、本当にそう書いたんですよ。要するにすぐ死ねないやつはね、役に立たないやつだ、そう書いたんです。すごいですね。だから要するに死ぬことが最大の仕事なんですね。死ぬことが最大の仕事ですから、それは言ってみると勇気の証であるし、それから命を懸けて突破しますから、ものすごい迫力なんです。死ぬ気で突っ込んでくるってことは相手にとってはとんでもない迫力なんです。これはですね、江戸時代の終わりぐらいの本なのかな。清水の次郎長って言いますよね。次郎長かその古文だったと思いますが、自伝書いてんですね。次郎長だったかな。で喧嘩のことも書いてるんです。ヤクザの喧嘩は我々よくあれですね、チャンバラとかね、映画で見ますが、あんなんじゃないんですって。ヤクザの喧嘩ってですね、とにかくドスをね抜いてね、腹に抱えて突っ込むんですって。でひるんだ方が負けなんですって。とにかく自分の命なんか顧みずに突っ込んやつが勝つんですって書いてありますよ。そうなんですね。ですからすぐ死ねっていうことは、最高の武力を持っていくのが仕事であると。生き死になんか二の次三の次であると。簡単に言えばそういうことなんですね。で、あの人たちはですからまず死後の世界からしっかり入ります。
死んだらどうなるかというところからちゃんと入るんですね。実はこの世とあの世は全部なんて言いますかね、正反対になっておりまして、我々はなんかこう夢とか見るとですね、なんか取り留めもないでしょう。なんか天国のような地獄のようなですね、わけのわかんない世界がいつも取り巻いてますよね。であの世行ってもあの世行って今度現実がそう見るんですよ。なんでこの祖先大事に生きてる人が亡くなった人をちゃんと祀らなきゃいけないかっていうとですね、死ぬとですこれ反対になっていくんです。あの世に行っちゃうとですね、どこが自分のこの世か分かんなくなっちゃうんです。この世の景色がいろいろ見えてくるわけね。戦場のこともなんか素晴らしい幸せのことも。だから自分がどこにいたか分かんなくなっちゃうんですね。夢でなんかよく分かんない夢見てすぐ忘れちゃうと同じように、あの世に行くと今度現実が何だか分かんなくなっちゃうんですよ。これ自分がどこにいたかすら分かんなくなっちゃいますから。ですからこっちだぞってこっちから呼びかけないとですね、俺このうちの人だったのかなこういうふうになるわけで、このうちだったって分かるとですね、言ってみるとあの世に行ってね、この世との関係は分かりますから今度向こうで安心するんです。今我々はこの世にいてあの世のどこに行くか分かんないで皆さん不安になってますが、それを分かると安心するわけですね。ですから昔の人は全然間違ってなくて、この世とあの世をつなぐとより良い人生が生まれる。要するに武士はもう戦いでございますから、人よりも先に死ねた人が勝つんですよ。だからもうあの世とこの世を結んで一体で生きてる人でないとやっぱ勝たなかったんです。すごいですね。理不尽といえば理不尽ですが、それぐらい戦争の時代ってのは昔はすごかったんです。その片鱗は日本軍にもありましたよね。それはもう日本軍にもありましてですね、明治大正昭和のね、そういうものを我々実はどっかに持ってるんです。二度と戦争にそれ出しちゃいかんと思いますが、でもやっぱりあの世とこの世の間がですね行ったり来たりするっていうのはこれ日本人の中にしっかり入ってます。で意外に世界はそうでもないんです。意外にそうでもなくて、いやもうとにかく死んだら全部終わりっていう人が大体ほとんどですね。世界見てるとほとんどは死んだら全部終わりというのがほとんどでなるべく一日でも長く生きたいっていう人がやっぱ多いですよね。生きていいんですよもちろん。でもなんかやっぱり生きることに退屈し死ぬことを怖がって一生を送るっていうのはあんまり幸せそうに見えないんですよね。かえって不幸を生むことも多くて、だからそういうところで多くの人たちは今悩んでることは間違いないです。で理屈っぽく考えるとですね、もう今21世紀でございますから、生きる死ぬっていうのは実はさっき言ったように相似形で十分理解できるんですね。例えば死後の世界どこに行くんですかというと、実は理屈っぽく説明しても全然難しくないんです。例えば皆さんですね、会社を作って会社を終わりにしたことをご経験がある方いらっしゃいますかね。法人というやつですね。法人って我々登記して作ることができますし、法人畳むこともできるし、潰れちゃうこともありますね。法人っていうのもですね、あれ人なんですね。上に法がついてるだけで。ですから法人の生き死にと人間の生き死にはあれ相似形なんです。ですからもう今やですね、人の生き死に、人は生まれる前どこから来ましたとか死んだらどこへ来ますかって話は別に法人で考えれば何も難しくないんです。法人はどうやったら生まれます？会社は。あれは皆さん法人作ったことあるんじゃないですか。作ろうという強力な意思がないと生まれません。個人事業主であればなんとなくやってるのはできますが、法人作るとなると一大決意がいるんです。今あんまり制限多くないですけども、それでもやっぱり登記書行ってですね、ちゃんと手続きしないと法人って生まれないですね。で必ず発起人がいるんですよ。発起人がいて、それからあれですね、定款ってつくんですね。何をやるか。発起人がいて定款が必要で、事業計画みたいなのを作って、で決算もしなきゃいけないですね。一応それはやるべきことになってるわけですね。でこれ法人がそうやって生まれるんですから、皆さんだって誰か定款書いた人いるはずだよ。誰か発起人がいたはずだよ。皆さんだって。親？親じゃない。親は体の方を作ってるだけです。親は体の方を作ってるだけですから、魂は親とは限りません。親のケースもあるでしょうけども、誰か発起人がいるはずですよ。会ったことある人。あります。子供さんとか結構覚えてんだよね。誰が自分をここに呼んだかって結構覚えてる人いるんですよ。
23歳ぐらいまでの子だったのを覚えてる子いるんですね。実はあれ発起人がいるんです。はい、必ずこの人に持ってこうと思った人いるんです。会社がそうですから。一大発起した人がいるんですね。で、じゃあ自分の定款見たことある人、自分はこういうこと仕事をしまって定款見たことある人。昔ですね、インドに定款があるって話があったんです。船井さんがやっておられたんですかね。インドのなんとかいう業者のとこ行きますとね、みんなこうね、定款があるんだと、これ見せてくれってわけね。あんたこういう人でしょ、名前はこういう人でしょ、その通りですと、こういう仕事をやっててね、こうやって生きていきます、いつ死にますって全部書いたのっつうんだね。アガスティアのハスだかな。これ結構読みに行った人いますよ。青山慶州さんなんてあれ学者さんだね。あの人なんか随分見に行ってきまして、別に今アガスティアの花から別に見なくてもですね、例えば命理学っていうですね、四柱推命の一部は、大体わかりますよ、人生の中では。あれはもう占いじゃないですか。一つ学問としてありますんで、大体わかります。あれは狂いません。でもとにかくですね、定款があるのよ。でも定款通りに生きてるとは限らない。会社だって定款に書いてないことをやるし、書いてあってもやらないことありますから。でも定款とないことはいいんだね。だからやっぱり我々もですね、誰かがちゃんと作ってるんですね。で、発起人がいて作ってるんですよ。で、定款もあるんですね。で、これが分かるとだいぶ楽ですね。そのうちなんかこう、親と仲いい人はいいですね。とても良い家庭に生まれるとそれは非常に幸せでいいんですが、そうでもない場合はですね、私なんかこの世に生まれてきちゃったら何のことなのかな、何すりゃいいのかな、私は一人ぼっちだとやっぱ思っちゃうんですけども、そんなことはなくて、親は親であって、体の方ですから魂はちょっと別にまたあるんですね。誰かがその意思を持ってこのように産んで、定款もちゃんと持って生まれていますから、親とか兄弟とかあまり実は関係なくてちゃんと意味持ってるんですね。それ分かればですね、あまり難しいことないんですけども、どうもなんかその肉体の親が全部と思ってるとですね、幸せな家庭であれば別にいいんですけど、そうでない場合はですね、理不尽だなというふうになっちゃう。親ガチャとか言ってですね親ガチャってことはないんだね。あれもですね、要するにですね、人は生きてる間に何か意味あることしろということに生まれてくるわけですよ。会社もそうでしょ。昼寝するために生まれてくるわけじゃないですよね。でもね、昔ね、昼寝するために生まれてくる会社を作った人いたんですよ。30年ぐらい前だな。なんか退職した人がね、退職金持ち寄って会社作ったんですよ。それはね、年に1回集まって宴会する会社なのよ。大宴会を。で、何回宴会できるかを楽しむ会社。資本金みんな入れて、資本金なくなる前には死にましょうって会社なんだありましたよ。私の知り合いが作っててね、あれ最後どうなったのかな。でもそれまだ生きてるからな。多分資本金最初に全部使い終わっちゃったんじゃないかと、使い終わったまで生きてたという、なんかそういうことはない方多いですけども、それはちょっと変わった例ですよね。だから会社やるってことはなんか役割があるわけでございますし、例えば物を作るのも物を売るのもですね、しんどいことですから、生きるってことはやっぱりなんかね、役割果たせってことなんですね。その親ガチャでも何でもですね、とにかく役割果たせばいいわけですから、言ってみると、あんたこれで仕事しなよって誰がこうポンと据えたんですから、その仕事をしましょうというふうに思えたらですね、何も難しくありません。あまり実は宗教関係ないんです。これキリスト教とか仏教とかね、実はあまり関係なくてですね、誰かポンと据えましたから、でこれ生きてる以上はですね、仕事あるんだと、会社運営中ですから営業中でございますから、頑張ってやっていこうと。これさえ分かれば実は全然難しくないんです。生きるってことはですね。ですから私なんかもそうですが、もうこの世は駆け抜けるつもりでおりますんでだから昔のことこだわらないの。高校どこだとか大学どこだとかですね、昔どこ勤めたとかね、それは昔話をすればいくらでもキリがありませんがね、今日の自分にあまり関係ないんだね。それはそういうことあったってぐらいもんでございまして、今日の自分と明日の自分は全然関係ないですそれはね。それはやっぱりこう何て言いますか、演劇って言いますかね、要するにあんたこれで働きなさいよってなんか定款があってやったんでしょうから、その定款もよく分かるのは分かんないのだな。とりあえずのところは振り返ってみるとこんな役割だって分かりますけども、この先は分からんわな。定款だって時々変えますからね。いいんですよ。別に分からなくてもいいのが人生でございまして、別に定款分からなきゃ人生を送れないってもんじゃないんで、別にそれはいいわけですね。ずっとこう駆け抜けておったらよろしいと思うんですね。
それからですね、会社と同じこと言ったらですね、例えば私がラーメン屋やろうと思いますな。ラーメン屋をやろうと思ったらですね、いろんなラーメン食べてもらうと思いますよ。あのラーメン屋、このラーメン、いろいろ食べて考えると思いますな。でラーメン屋って構造はやっぱりあんま変わらないと思いますね。その調理場があって、カウンターとかそれから座席があって、で丼があってと、で麺を湯がいて、でスープ作ってこう入れてと、大体同じですね。だからそのラーメンやろうと思うと他のラーメン屋とよく似てると思うんですよ。よく似てるんだけども、やっぱり自分のラーメン屋は世界にただ一つですよね。人間もそうじゃないですか。大体そっくりじゃないですか、人間なんてね。構造も大体よく似てますし、でもやっぱりさ、自分は自分で他にいませんでしょ。同じなんですよあれ。人間も大体似たようなもんでございますしね。人種が違うとかいろいろ言いますがね、医学的にはほとんど同じでしょ全て。それで何ていうのかな、昔からあんま変わってなさそうだし、もう30万年ぐらいは変わってなさそうだし、だから要するに、よく似てるんですよ。みんなよく似てるんだけども、やっぱりみんな個性があるのね。だからこう10杯一絡みにされてもね、困るわけですよ。あんた何やってる？ラーメンやってます。ラーメン屋な。はい、じゃああんたラーメン屋だからって。そうじゃないの。私のラーメンは私しかないから、他と一緒にされちゃ困るわけね。いろいろ食べてもらわないんで、いろんなラーメン食べてもいろんな人ね、いろんなラーメン行くのはいいんだけど、お前はラーメン屋だからラーメンそれでいいじゃないかと。ラーメン屋ってカテゴリーだけ言われてもね、ちょっと困っちゃうんだな。俺にしてみればラーメンをやってんだけど、ラーメンやるそれを道具にしながら自分の思いを実現しようと日々頑張ってるわけでございまして、自分の思いの実現は自分の会社でしかできませんから、隣のラーメン屋食べたって自分の思いは実現できませんから、ここは俺の人生の場なんだと、こういうふうに思ってみんな普通は一生懸命やっております。ですからそれが人生でございますね。あんたはどこに住んでて、年齢いくつでどんな会社を勤めておりますか。それはそういうふうに分類できるんだろうけども、俺は俺なんだ、今ここで生きてんだと、他に何があるかと、他の人になれませんよということですからね。そういうふうに言いますと、ここよく似てるんですが、私は私、うちのラーメンはうちのラーメンはこれただ一軒だけなんですね。それから会社というございますとね、株主と役員というんですね。これが厄介なことでございまして、株主と役員というんですね。株主っていうのは、発起人が大体株主になったりすることがあります。最初のね、この人たちが会社の権利を持ってるんですね。で役員は、一緒になってるケースもあります。株主と役員が同じケースもありますが、一般的に商法で言うならばですね、法律で言うとこれ一応分けていいんですね。だから株主が役員を雇ってきていいわけですね、社長さんもね。で私がだから役員だとしますですね。でじゃあこの会社の社長をやってくださいと言われて就任すると、まずやっぱりですね、株主にご挨拶をして株主が選ばれますから、ご挨拶をしてですね、どういう会社かよく聞いて調べて定価もよく見て運営しますな。でしかし私がですね、もう株主その誰だそんなもの聞いたこともねえぞと俺社長なんだから俺の会社だと、だって株主なんて会社出てこないね、基本的には。一応所有と経営の分離と申しまして、株主は会社の経営はしないんです。するなら取締役員で、株主は奥に控えておりますが見えません。ですから会社に来るのはいつも役員職員ですから、株主なんかお前どこにいるんだ知るかよ、俺はこの会社預かってんのは俺の社長だと、好きにやらせてもらうなんて言ってるとですね、株主を怒らせたら突然クビになっちゃうんだな。いやそういう死に方する方いらっしゃるんだよ。ちゃんと定款もあってさ、発起人がいてね、実は株主いるわけ、人間で一人一人。あんまりなんかさ違うことやってるとプイッとお亡くなりになっちゃう。プイッといなくなっちゃいますよ。皆さんも心当たりあるでしょ、そういう人ね。プイッといなくなっちゃうんだ本当にね。なんかもう、理不尽といえば理不尽ですけども、ちょっとなんか早々に株主にクビになっちゃったみたいな人いますよね。なんか本当にああいうのはね難しいんですよ。でたらめやったからクビになるとは限らないんですよ。何もしないからクビになるケースも多いんですよ。社長ってそうなんですよ。やりすぎてクビになるケースもないけど、やらなくてクビになるケースも多いんですよ。だからね、これ会社の運営で大変なの。人生も同じ。やりすぎてつまずいて行き詰まるなら分かりやすいんだけど、何もしないことを咎められて行き詰まるケースも本当に多いんですよ。会社の経営と全く同じですから。だから安全運転だけでいいっつったらですね、いや毎日がなんか寝てればいいと、老人ホームに入ってるみたいで
毎日寝てると一番安全ですよね、これね。何もしないから誰も迷惑かけないと、お金さえ払っときゃですね、毎日こう寝てられると。でもこれダメなのね。これダメなの。はっきり言ってそれは社長失格なの。体預かってんでしょ。体預かってて社長失格なんですよ、それ。でやりすぎるとそれダメだね。でたらめ放題やっちゃってですね、それは当然ダメなんだけど、やらないことも問題で、そこが難しいところなんですよ。どの程度の加減で人生を運営すればいいか、体というものを運営すればいいか、人生を運営すればいいか、社長としてはですね、自分の体の運営は本当に大変なんです。やりすぎるとやらないのこの境目あたりってね、なかなか最初分かりませんからね。だからまあ会社と同じなんですよ。それ考えていかないとね、なかなかこううまくいきませんですな。それからやっぱりこう株主で変わることなんだよね。株売るでしょ。人生もあるんですよ。命理学なんか分析するとよくわかりますがね、人生変わり目迎える人結構いるんですね。すっかり性格も変わったりします。でも性格変わるとそれもね、まあ必然的っちゃ必然的なんで、株主変わったんで経営の仕方が変わるわけですな。まあ日産だってですね、昔の日本人が経営した時代からね、ルノーになってで今また違うでしょ。やっぱりなんか株主変わるとですね、経営の仕方変わるんですね。だから人も同じなんですね。ある時まではなんか安全運転と申します。何もしない人生できたんだけど、どうもこれでなんかその役員から株主がですね怒ったらしくて、株主がどっか行っちゃったと、新しい株主が「お前もっと働け!」とわーっと言い出したと。そうすると自分も突然なんか激しくなるんだよね。なんか役所を務めてる間ね、役所を務めてる間ぼーっとしたんだけど、役所を辞めてからなんか忙しいとって言いますよね。なんかこう入れ替わったみたいって言いますでしょ。株主入れ替わるんですよ。でこういうのを見てるとですね、昔から人はね、人生のことを何て言ったかっていうと、人生は演劇であるっていうんですね。我々の宗教家も言いますな、人生は演劇である。芝居をしてるなんかトランプ劇場みたいなもんでねあれ本当の芝居だから、あの人たちも傑作よね。なんでみんな分かんないの、あれみんな俳優じゃないか、全然最初と顔違うじゃないか。もうだから全部前座で見てなきゃダメだよね。なんで本気になって怒ったりさ、悲しんだりしてんのかね、私全く理解できないんだけどね。みんな芝居やってんじゃないですからね。はあ、なんかね、辛い話、悲しい話、いい話、全部織り交ぜてやってんでしょ。上手にやってますよ。でもとにかくですね、こっちに株主、すなわちその発起人がいてね、株主がいて役員で、役員が自分ですから、こういろいろ殺意してくるわけですよ。言ってプロデューサーですよ。プロデューサー。プロデューサー、株主はプロデューサーみたいなもんでしょ。プロデューサーは自分で芝居しないのよ。で要するにね、その俳優連れてきて台本の中に俳優乗っけるわけですよ。今回はこの台本で生きてくれと。あんたの今度の50年とか80年、その人生をこの台本で生きてくれって、この台本に連れてくんだよ、自分を。前世何あったか知らんけどさ、何の因果か知らないけど、とにかくね、プロデューサー、あんた今回この人生行くんだってバンと乗っけてくるわけですよ。俳優は辛いですよね。辛いっていうか、それが人生なのよ。今回はこの舞台で頑張れってものがあるわけですよ。いやいや、そんなこと言ったら古事記と王様って言葉があるんだと。同じ生まれんなら王様がいいわね。古事記に生まれたらさ、しんどいと。これ言いますとですね、例えばヒンズー教の人たちとかね、昔から何か言ったら、心配すんじゃない、あんたね、古事記で生まれて死ねば王様なんだから、心配いらないと、あの世がもっと幸せだからと。そうは言ったってこの世で古事記やってるよりはこの世で王様の方がいいわね。でおかしいおかしいとみんな言い出すわけでありますが、でもしかし人生そういうもんなんですよね。台本があって、この台本の俳優をですね、プロデューサー選んでいくんだ。今回あんたこの本にボンと渡されるの。俳優と全く同じ。何今回はみなしごから始まるのと。みなしごから始まって、で若い頃ぐれちゃってで喧嘩もして、それでいい人が見つかって結婚して、で 2,3 回結婚離婚するんだけど、とりあえず最後良かったと。なるほど、こういう人生かと。こんな感じよ。ただ生まれ落ちた時にはもうその打ち合わせ済んでるから教えないの。要するに事前にセリフは教えないで、生まれる前、すなわち会社生まれる前の打ち合わせの時だけそれをやって、はいじゃあお願いしますって言って全部その記憶を取ってこのように出していくの。だから白真の演技なんです。白真の演技になるから、
その人の精神も周りの精神も大いに向上するんです。やらせじゃないから。ポップコーン食べながら見てればいいってもんじゃないね、人生はね。トランプのところはポップコーン食べながら見てりゃいいんだけどあれは本物の芝居ですから、そうならなくて、でも時々そのね、全部記憶取ってさあどうぞのその記憶を覚えてる人がいるんですよ。2、3歳ぐらいまでね。聞くと覚えてるわけでね。まあそれは例外的に、人生こんなもんですから、それ以上何もでもないですよ。本当そういうもんですから、今回このね、あれで台本ということになりますとね、ですからこれ我々も今生きてる方は大体7、80年前生きててですね、すぐ生まれ変わった人も結構いると思いますが、その前は結構大変だったんじゃないです。戦争で理不尽に死んじゃったりですね、いろんなことがあってね、当時病気も多いしね、それから結果も多かったと思いますから、偉いことでしかし一生懸命生きていて、で今回またね生まれ変わりまして、でこういう人生を生きて、今回は生きるのが退屈したと。今生きるの退屈してる人は前世で生きるのが辛かったんじゃないか。理不尽でさ、かなわねえなと思っててさ、かわいそうやな、ちょっと今回はね退屈するぐらい人生を楽しんでもらおうかというぐらいじゃないかと思うんです。もう結構世の中暇になってきましたから、天国に近づいてきて世の中暇になってきた今ね。だからあんまりですね、その切った張ってやらなくてもいいわけですよ。もうはがくれみたいにすぐ死ねとかねこういう言わなくてよくなったから、結構世の中暇になってきたでしょ。これがいい世の中、天国でございますから、近づいてってございますから、もうあんまり厳しいこと言わんでね、少し皆さん楽に生きてたと天もそう思ってるんじゃないかと思うんですね。ですからまず生きるということについて言いますと、私はこれすごく大事なことだと思いますが、生きてることに役割を全うするということですね。役割を全うすることとっても大事なんですね。それはですね、喜怒哀楽の中で役割を全くします。だから全てを許して全てをね楽しくない、そんなこと絶対できませんので、喜怒哀楽、この4つの感情の中で人生を満喫すること。満喫ったって満喫と思えるのは、ね、結構時間経ってからですから、一生懸命生きることです。だから毎日毎日一生懸命生きる。明日のことは明日考えましょう。もちろん人生の計画は大事なんだけど、明日目覚めるとは限らないんだね、はっきり言って。目覚めたら限らないんだ、はっきり言って。だからそんな取り越し苦労してもしょうがないから、とりあえず目覚めたら今日一日頑張ってね、明日どうしようか考えて寝ると。で私ね、アメリカ人とかヨーロッパ人が言うね、レストインピースって、あれ最大の間違いだと思うんだな。ご存知でレストインピースって RIP って亡くなった人を伴う言葉ですな。あれは嘘だと思うよ。死んだら平和に休むなんてありえないと思いますよ。死んだらもう次の芝居の準備始まりますから。いませんよ、そんなところで。死にましたと、もう死んだ、遺体も動かない、墓ができました、永遠に動かない。それは体がそうなってるだけだよ。魂はもうすぐ次の仕事行ってますよ。もうすぐ次のなんか人生に向けての支度で仕込みが始まってますよ。で全然休んでませんよ。要するに思い出がそこに休まるだけで、魂はいくらでも忙しいと思いますよ。いやだから一番楽なのは生きてるの退屈してる間、一番楽ね。何もしないでも明日が来ますから。本当ですよ。死にゃ体がなくなったら今度は次どっかお呼び変わるわけでしょ。今度はどっかの王様やってくれとか、今度はどっかの兵隊やってくれとか、今度は北朝鮮やってくれとか。北朝鮮ですか、なんとな飢え死にしそうなところやってくれと、なんとかこれを乗り越えるな国にしてくれと。北朝鮮です、これなんでこんな罰ゲームやらされるんだと。悪いこと言うなと、お前にお前の役割があるんだと、お前だけできないんだから金正恩のとこ行ってしっかりいじめないでそれでも這い上がってこいと。今回はそういう役柄である。それどうなんですかと。この間俺なんか生きるのに退屈してね、日がない一日麻布十番で酒飲んでる時は楽しかったわとやっぱり生きてるのはいいことだなと。本当そうでございますよ皆さん。だから会社辞めるとそうでしょ。会社もう辞めようか辞めないかずっと悩んでね、ブツブツブツ言いながらアリバイの仕事してるうち一番楽ですね。アリバイの仕事だからもう必要最小限のことしかやらないでね、急がず遅れず働かずって言うんですよ。急がず遅れず働き一番楽ですな。しかしこれやめてごらんなさいの、次の就職のねこと考えてね、どこに行くんでもですね、転職大変ですね。事務手続きもいろいろあるし、新しいね職場に慣れることも大変だし、家族ももしかねそれがいいと思ってるのかわからないし、引っ越しするかもしれないし、とにかく辞めた後は大変でしょ。
女にだって死んでから忙しいですよ。だから要するに死ぬ前に準備しときゃ楽ですな。転職だってですね、いきなり辞めちゃって、それからどんな仕事で一番大変でございますから、その辞める前にね全部段取りして辞めたら、それは転職だって楽でございます。これ死ぬ時は実はそうなんですね。人の死に方はいろいろございますよね。会社の死に方と同じでございますね。例えば会社で悲惨な死に方する会社があります。ヤクザから借金しちゃって、ヤクザに金返せなくなっちゃって、ある日突然事務所のロック全部変えられちゃったと。会社に入れないわけね。ヤクザに乗っ取られちゃって。いやもう朝会社行ったらですね、会社が開かないわけですよ。ね、この鍵が変わってる、鍵変えられちゃって。で会社の中聞いてると電話がかかってくるわけね。今ならそらね、会社の外でいくらでもさ、電話とかファックスとかメールやり取りできます。もう会社はそんなこといけませんですよ。だから要するに会社の中にファックスも来てるし、電話になってる、誰か来てる。でも誰も会社に入れないわけですね。社員としては大変です。俺会社まで生きてるんだ、生きてるのに会社に入れない。しょうがないから49日ぐらいぐる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 会社回ってんだね、これね。49日ぐらいぐるぐるぐる回ってて、49日ぐるぐる回っても会社入れないわけですよ。しょうがないからもう会社もう諦めてどっか行っちゃうわけですな。こういう死に方する人いるじゃないですか。突然体に入れなくなっちゃうの、魂が。俺は生きてると。でも会社に入れないんだね。この会社まで生きてるったって、俺生きてるんだよ、社員もみんないるんだよ。でも会社に入れないと対外的な会社なくなったってことになるわけね。あら死んじゃった。魂生きてるんで体が死んじゃった。こういう死に方する人いますな。哀れだね。不慮の死ってやつですよ。理不尽な死、不慮の死。あれやっぱり良くないですな。ああいうことやりますとですね、49日ぐるぐる回ったって諦めるしかないでございますから、あんまり周りにもねいい影響を及ぼしませんですな。だからやっぱりこういう不慮の死ってものはない方がいいね。生きるのに退屈してもやっぱり不慮の死は避けた方がいいですな。そういう意味では今いい時代になってきてるんですよ。昔に比べははるかに少なくなってきましたから、突然なんかいなくなっちゃうとかね、だいぶ少なくなってきましたから、まだまだ昔に比べれば良くなってきたと思いますね。でそういうなんか突然なんて言いますかね、体がなくなっちゃったもんで、それはもう生きてんのに死んでることになっちゃった人もいますが、逆もあるんですね。皆さんの経験あるかと思いますが、お年寄りの方でですね、老衰のような方ですけども、突然なんか、みんな子供たち呼ぶわけですね。何かと思ったらね、人生の教訓垂れるわけですね。私が死んだらどうしてこう全部段取りするわけです。葬式はこのようにしてくださいと。仏壇はこのようにね、してで墓はこのようにしてくださいと。で死んだ場合誰と誰と誰に教えると、こっちは教えるんだと。遺産はどうしろと。突然そういうこと言い出す人いるわけですな。いやそれで本当1週間後に亡くなっちゃうとかね、全部段取りして亡くなる方いますよ。あれね、例えばね、引っ越しなんかそうですね。引っ越しってやつもですね、引っ越しする家上から見てるとですね、例えばもうずっと同じように暮らしてるのにですね、なんかある日突然ですね、引っ越しじゃなくて大量の段ボールを運び込むんだね、家の中に。もうね、大量の段ボールを運び込むと何してんのかなと思うとですね、荷造り始めるわけですよ。引っ越しだっつんでね、荷造り始めると荷物どんどん貯めていこう。なんだこれだと思うと、ある日突然トラックが来て荷物全部積み込んでいなくなっちゃうの。家族もあらいなくなっちゃったよ。みんないなくなっちゃう。ある日突然荷物も人もいなくなっちゃうわけね。でこの人はですね、楽しそうに引っ越すんだね。ずっと長く暮らした家からですね、どっか引っ越すのが楽しそうに出ていくわけな。多少センチメンタルな思いがあるかもしれませんけども、いや今度次の新しい家に向かってね出ていくわけよ。ね、そういう引っ越しになるでしょ。もしそれは行き先が決まってる場合、行き先が決まってる引っ越しの場合はですね、事前に準備して期待を膨らましてでこの家出ることができるわけね。でもところがね、さっきのヤクザの話ですな。いやもうなんかね、行き場所がないのに突然ですね、誰か踏み込んできてね、その家財道具全部放り出されることあるわけね。出てけといきなりですね。それは困りますわな、行く場所ないですな。どうしましょうと。家財道具を放り出されたと。私に行く場所がない。私はホームレスじゃないかと、こういうふうになっちゃうんですね。それは哀れでございますな。やっぱりですから家出る時には次に行き先決めないで出ますとですね、いやそれは辛いですよ。大変でございますよ。
だからやっぱりこう人生も同じね、次行くところをちゃんと決めていきませんとですね、次決まってないでこの体出るとやっぱ結構大変だと思いますよ。まず周りがびっくりするんでしょ。あら突然なんかこの体動かなくなっちゃったどっか行っちゃったよと。体動かないしあの人どっか行っちゃったよ、どこ行っちゃったの見えませんよと。やばいなこれ片付けは何も済んでないじゃないかという人いますね。だからさっき申し上げたように事前にねこう全部段取りしていくの一番あれがね、いい死に方でございますな。それからやっぱりどこに行くかっていうことね。まあ我々の普通の引っ越しならね、あの町からこの町へってことで、同じように行きますが、今回ちょっと違うんだね。平屋で住んでたら、ね、高層ビルに上がるみたいなものでございますから、あの世高いところでしょ。だからね、平屋の常識ないんだね。高層ビルに住みますからね。しかも今度は霞を食っていけるわけでございますね。霞を食っていきますから死後の世界でございますから、だからちょっとですね段取りが違う。それからあの世に行ったらですね今度死なないんですよ。あの世こそですね生きるの退屈しちゃうわけね。死なないわけですよ。ゲゲゲの鬼太郎の歌にですねお化けは死なないってあるでしょ。ゲゲゲの鬼太郎の歌にねお化けは死なないってあるんだ。これ死なないっていうのも大変でございますからね、よほどなんかですね永遠の世界についてねこう生きるも死ぬも関係ない世界について了解してないと不安になっちゃいますよ。だって死ぬこともできないってことはその気持ちが不幸になったら永遠に変えられないわけでしょ。昔で生きてるならねあんまり貧乏ひどいとですねやっぱ栄養失調死んじゃうことあるんだね早く。一応楽になるんじゃないですか。それからどんなにさねアシュラの人生でも、人生7080年したら大体お迎え来るでしょ。今100歳ぐらいも生きる人いますけどね、110までいかないよな。だからやっぱりさどんな辛くても待ってるとさお迎え来るわけよ。あの世行ったら来ないよ。要するにさ売れない俳優になっちゃってさプロデューサー次って言わない限り永遠にあそこさまようわけですよ。しかもあっち行くとどうもですね我々の世界と違うみたいでね、魂のレベルの高い人の世界と中ぐらいの人とそうでない人で分かれてるらしいんだね。地獄的な人は地獄的な人とばっかり暮らすらしいんだな。天国的な人は天国的な人とばっかり暮らすらしいんですね。宗教家が説くあの世この世はそうでしょう。だからなんかあんまデタラメやってんとですね永遠のデタラメを向こうでやるわけですよ。それが楽しいかどうかちょっと別でございますよね。ですからやっぱりですね昔からその人はよく言いましてですね生きてる間にですね仏のようになれと。生きてる間に仏のようになってね立派な人間になって死になさいと。そうすると楽ですよということを昔から言うわけでございます。ですから天国はあの世にあるというそう言わないで地上に天国があるんだと。あなたの周りが地上天国になったらあの世も幸せだ。これは正しいと思います。会社がそうですから立派な会社にしてね立派な会社であれば畳んでも全然次もいいところに行く。立派な会社を辞めてね次の職場に行くのは非常にいい転職でございます。一つの会社を畳んで次の会社やるのも立派な会社にしといてそれからやるんなら何のもんだね。この会社が落ちぶれでたらめやっちゃって潰されちゃった潰れちゃったってとこから始めますとですねそのマイナスのですね取り消しから始まりますから、次の会社の運営とか次の仕事もねマイナスから始まりますから、それはなかなか大変でございます。ですからやっぱこう、終わる時はよくして終わりにしないとね、会社でもそれから人生をよくして終わりにしないとですねなかなか大変なわけでございます。そう考えてきますとですね実はその心情的にねその気持ちの世界で生きる死ぬ直して生きるかっていうこともありますけども、実はもっと現実的な問題がたくさんあるんで生きる死ぬはまず頭のことです。腹のことです。要するに頭っていうのは今申し上げたようにそのこの世と相似形ですから、あの世に行きますとちゃんとしっかり段取りしてやっとかないとですねなかなか大変です。腹っていうのはですね要するにこの一線越えるあの世に行くことをまた戻ってきますから、そこはやっぱりですね大きな転換ですから、言ってみれば会社に入ること会社辞めること再就職すること会社を作ること頼むことですから、大きな決断と実行力が必要です。このあたりがですから言ってみれば昔から禅もそうですけれども兵隊もそうですが、一生懸命生きてるうちに若い頃から叩き込むんですね。若い頃から叩き込んでそういうところで迷わないように、迷うとみんな困りますからしっかり生きられるように昔から教育したわけでございます。それぐらい昔はですね理不尽に死ぬ人も多かったんですね。でもそれはですね本当にやっとかないと朝がどうなるかってそれぐらい大変だったと。で今我々はそこまでは言っておりませんのでもう少し変わってきたと思いますが、しかし基本的なことはですね何も変わっておりません。
我々はいつも神の劇を演じてるんです。新劇をね。ですから何をするかっていうのはすごく重要なことです。暇するために生きてるんじゃないですね。暇するために生きてるんじゃなくて、何かするために生きております。それをよく悟って、でそれを形にすることが、あるいはそれが本物の生きがいってやつなんです。俳優はですね、言ってみれば本の中でそのね、言ってみれば楽しみも悲しみも演じるでしょ。そういう意味で言ったら我々もですね、その天のシナリオの中でこの喜怒哀楽を演じて、それが本当に自分の幸せになってきてるわけですね。完全に演じきることがその最高の幸せで、全ての人にとっての幸せはそこにあるわけですね。その点はだからもうはっきり腹に入れとかないと人生は迷いますよね。明らかに俳優でやってんですから、嫌な役だからといって逃げるとろくなことないですよね。で泥棒役の俳優は上手にやらないとね、悪役は上手にやらないとね、悪役泥棒役がひよるとね、とんでもないことになります。自民党を見てください。誰一人悪役やりたくないわけ。誰一人外れ役やりたくないわけ。みんな逃げるわけ。いい役ばっかりやりたいわけ。でも悪役やるからいい役ができるでしょ。誰一人悪役やるやついないと芝居は止まるの。動かなくなったでしょ、自民党は。ね、自分だけ要領よくやろうと思うと芝居は止まるの。それ非常に反自然的だから。世の中は、ね、夏が来れば暑くなる、冬が来れば寒くなる、ちゃんと変化するようになってるんですね。で悪いやつもいていいやつもいて、でお互いその善悪のドラマを繰り返しながらみんなが悟りながら次行くわけでございます。それ分からないとね、まるでですね、悪役が最後まで逃げ回る水戸黄門のドラマみたいになっちゃうんですね。水戸黄門のドラマよかった。45分で全部片付くからね、皆さん見たと思いますね。あれはね、始まるとね、誰が最後に切られるか全部分かるんですね。俳優が、悪役の俳優がいつも言いますから、今日はこの人が最後切られて終わりだと、もう最初顔見ただけは分かるんですね。でこの悪役がいかにひどいかっていうことは、これでもかこれでもかって見せつけて、そこに風車の役者で風車がボンと飛んでくる。うわって何者って言うとですね、風車の役者出てきて、それで水戸黄門ご一行いらっしゃいますな。ねえ、切り合いをやってですね、切り合いの前もあるかな。水戸黄門であると神妙にせいと、こんな野郎って言ってチャンバラやってですね、組み捨てられて最後に水戸黄門の印籠が出てくるわけね。この印籠が目に入らぬかと。みんな入れないやつもいるんだな。入らなくて飛び出して切られるやつもいる。そこまでやって初めて完全懲悪ということを人々に伝えられるんですね。水戸黄門のドラマはですね、結論を言えと言ったら簡単なんだ。漢字4文字、完全懲悪でしょ。他に何もないの。ドラマで伝えてるのは完全懲悪だから、何も45分もいらないですね。5秒で済みますね。4秒か。完全懲悪4秒で済む。でもね、脚本から来てね、水戸黄門ドラマである、これは完全懲悪でございますからってね、45分間ね、そのプロデューサーでも脚本家がこんな感じでね、テレビの方で完全懲悪完全懲悪って何も伝わらないでしょ。バカじゃないかと思われますよね。でも45分かけて善と悪がこんなお芝居やってですね、最後悪うわって切られると、なるほど完全懲悪と思うわけですね。最近時代劇やらないから子供が知らないんですよ、完全懲悪を。悪いやつは滅ぼされると子供知らないから最近。あれ問題だよ、はっきり言って。金のあるやつ、それから腕力強いやつ勝つ、そのばっかり見てるからみんな誤解してんですよ。あれ悪くたってね、なんとなくなら、自民党見てりゃそう思うわな自民党見てりゃさ。だから要するにね、今の自民党みたいになったらその水戸黄門のドラマできないわけ。悪役、俺は悪だっていうことを一心に演じてバサッと切られなきゃね。アメリカしっかりしてますよ、バイデンとかさね、いろいろ悪党おるでしょ。チェーニーとかね、これバッサリ切られることでやっぱりこれ間違ったと思う。人生はそういうもんなんですね。悪は悪でしっかりやり、善は善でしっかりやる。悪はね、人は悪つけて、これは俺がいいと思ったらとことんやればいい。人が何を俺がいいと思ったらとことんやる。その腹がなきゃダメですね。
それをなんかみんな見てて、この芝居はどっちが返そうだとか言ってね、これ掛け事みたいですね、こっちにかけるかあっちにかけるみたいにやってんと、水戸黄門のドラマが終わらないわけよ。最後ね、悪党がいて黄門さんこうやってみんな逃げちゃうわけね。だから黄門さんいつまでたってもさ決着つけられないわけですな。黄門が隣町行くのみんな待ってよとこうやってて待ってて、黄門が開けるのに隣町行ったと。でもう一回悪党が出てきてね、悪が栄えたっていう物語じゃ黄門の物語にならないでしょ。完全懲悪にならないでしょ。だから必ず切られて次行くわけですよ。人生はこういうことがある。本当そうなんだ。今の我々はですね、ちょっと生きるのに退屈したり生きるの楽になってですね、要領よく生きることばっかりやってんだよ。だからプロデューサーに反してんだよ。要領よく生きるなんてないですよ。会社だってないです。役割果たすためにあるんだから。なんか役割果たしてんで、だから自分で腹でね、これは俺の目標なんだと、こう生きるんだとやったりですよ。いいとか悪いとか関係ないですから、そんなことはね。神の目から見れば関係ないですから。それからね、ある宗教家面白いこと言ったんだね。今の話の延長線でね、あの世に行けばですね、切り役も切られ役も同じ仲間だったんだね。切り役も切られ役もね、楽屋に戻れば友達だって有名なね、有名というか非常にいい歌をねお書きになったんですよ。そういう方いらっしゃった。これ人生の極意だな。今はね、例えば水戸黄門ドラマでもさ、黄門様とね助さんお母さんがバッと切る悪役もいる。それは楽屋に行ったらお友達だよね。今日はありがとうございましたと今日はなかなか迫真の演技でございましたが、そうですかな、昨日は二日酔いだったんだからね、頑張ってできました。じゃあまた次来週のやつまでよろしくお願いします。こうなってくるわけでしょ。これが人生だよ。ねえ、これが人生で、ですからこう要領よく生きておりますとですね、芝居は止まる。だから毎日毎日退屈、そして生きることが鬱陶しくなってくる、どんどん暗くなってくる、みんな結果的に不幸せになる、こういうことなんですね。自分の本心に無嘘をつき、世の中も嘘まみれになって、でそれを覆すことができない、要領よく生きようとするとね、すぐこういうことなんです。こんな芝居はみんな見ませんですよ。いわんや今のね、シオニストみたいに嘘と脅迫で世の中を動かそうとかね、最悪でございますな。嘘と脅迫で世の中を動かそうになったらね、もう地獄の沙汰に行くわけでございまして、だから今の我々はね、非常に地獄的な世界が多いんだね。要領よく生きようなんてやっておりますからね、あの世に駆け抜けるっていかないとね、会社だって営業中はですね、やっぱりあの世に駆け抜けるようにやらないとダメなんですよ。それはやっぱりしっかりとですね、気合を入れてですね、バーンと突破していかないとね、それはダメなんですな。ですからこう会社死ぬ時もですね、終わりにする時も次につながるようにちゃんと会社閉めたり譲らないとね、人生もそうなんですね。人生も次につながるようにちゃんと閉めませんとですね、ですからそれはやっぱり次の代のことを考えて人生もちゃんと次に渡さないとね、その家の中のね遺産とかその整理はそれは小さい話なんですよね。なんか思いを持って暮らしてればこの思いを誰に継いでもらおうかとかで、それつながらなくてもいいんですけども、やっぱりそのけじめつけとかないとね、なんか形ちゃんとけじめつけとかないといけませんから、それ誰にこうどうやってもらおうかなとか、あるいはなんかそのね、ちょっと自分の経験でやんなきゃできない部分は全部やっとくとかね。例えば農業なんかで時々聞くんですけども、おじいさんがいきなりですね、なんか発奮しちゃったと。おじいさんどうしたのと、なんかですね、耕作放棄地のですね畑いきなりですね草刈り始めちゃって、でそこにですねこう梅の木を植えたってあるんだね。実際に小田原であったんですよ。梅の木を植え始めたんだね。おじいさんどうしたの？いやこれが梅作るんだと。ああ、おじいさんが梅一生懸命植えたのね。植え終わったらなくなっちゃったんですよ。いや次の世代のために梅植えたんだね、あれね。そういうことあるんだよ結構。他でも何回か聞いたことありますよ。亡くなる前に年取ってからいきなりなんか開発っていうか耕作地整備して、で亡くなっちゃって次の世代に渡したってありますよ。だからもうそういうのはですね、あんまり珍しいことじゃないのね。だからそれはもう奇跡っていうよりも、それが人生ですな。どこまで自分の仕事かですから。でそこまで終わったら、自分は次の役柄に行きますから、残った人誰かが次をやると。別に閉めてもいいしやってもいいし、そういうことなんですね。皆さん自分の魂がこの世とあの世両方にあるのを感じてますか？じゃあこれ両方あるんですよ、人って。すなわちね、結婚すると
結婚していると実家とあるでしょ。同じなんですよ。だからその実家があのようにあるわけね、実家が。でこの出てくるんでしょ。2つずつあるんですよ。感じ取られる実家とこの世と。だから帰った後行く場所とこの世と2つ魂あるんですよ。これ自覚できたらすごく楽でございます。これ別に何教も関係ありません。宗教関係ありませんから、あの世とこの世両方実は魂の居場所があります。で相談しながらやるわけです。はっきり言って相談しながら、要するに自分で今ここまでどこまでやるかとか、この次どうするかとか、あの世の自分とこの世の自分相談しながらやるわけですよ。この辺でいいのかな、いやもう少しやるのかなとかですね、あの世だと全部見えますから。この世は限られてますね、見える範囲も。あの世は広く見えてますから、まあそういう実はあるんですよ皆さん。私はですね、そういう感覚は実は割と子供の時からあるっちゃありましたね。なんとなくねそれは感じてたんです、昔から。もう一人の自分はいたいですよ、子供の時から。今はっきり分かりますけど、昔は今みたいにはっきりしてなかったけど、昔はからなんとなく感じてましたね。であの世の自分っていうのはまあ相談相手みたいなもんですかね。どうしようかなっていう感じですね。で、まあなんとなく見てんだね。なんとなく見てて、で聞くとなんとなく教えてくれるんだね。どうしましょうかっつうと本当そんな感じでなんとなく教えてくれるんだね。どうしましょうかっつうと、まあこの辺りかなと、こんな感じかなと。で大体それで間違ってないのよ。大体間違ってなくて、で時にはですね、お前頑張れって言われることありますよね。はい分かりましたってわけでどえらい苦労することありますな。今まで何回かありますよね。どえらい苦労しろと。やっぱりそれはそうなんだな。ここはまた苦労すべしと。いつまでもですねのうのうとしてるわけいかんと。今回ダーンといけと。一回地獄に落ちろと。地獄に落ちて早上がりなさい。これ何回かありますからね。地獄に落ちるって別にそんな難しいことじゃないんだよな。魂の地獄でありますから、別にね戦場をさまようわけではありませんから、難しいことじゃなくて、要するにまあ人生ね一直線に考えなと何回も上がり下りして、で先行けってことですが、はい今度あんた下へもう一回降りなさいよということは何回もありましたよ。何回かありましたよね。でそれ言って絶対大正解だったな。ある時なんかですね、まだ若い頃30ぐらいでしたかね、大学で非常勤講師やれって言われたことあるんだな。やってくださいよってあれ頼まれたね。教養学部の非常勤講師をですね。面白そうだから行こうと思ったんだね。面白そうだから。でも当時まだサラリーマンやってて、上司に聞いたら、そんなのはあなたの人生のキャリアでプラスにならないからやめた方がいいよってわけですな。でもなんか自分はなんか今までと全然違う世界だから面白いから行ってみようと思ったんだな。やっぱ行ってよかったね。あるいはその前はですね、私学者になれって結構言われたんですよ。東京大学の先生から大学院のですね願書を渡されたんですよ。これ書いて出してくれば修士ぐらいすぐ通るからっていうわけね。修士ぐらいすぐ通るからちょっとこれ出してくれと願書までもらったんですよ。でもちょっと考えてた、これ大学なんか行ったら多分つまんないだろうなとピンときたんだね。よかったです行かなくてよかったよ大学になんか行かなくて。要するに大きな苦労することになったわけね、回り道で。でもやっぱそれで本当に良かったですよ。あんなんだから要するにまあ大学に行って何かやってぼちぼちやって、要するにいかにこう寝技で最後まで生き残るかでしょ。寝技で最後まで。そら人生つまりませんわな。まあそれしかないっていうことは本当にどんどん暗くなっていく道ですよ。人生ますます暗くなっていくから、年取れば取るほどますます暗くなっていって、どうやってこの細い道で自分だけ生き残るかでしょ。性格は歪むし、それは体も多分やられちゃうわな。よかったですよ。だからね、やっぱこう人間のねしょうもない常識で判断すると、いや絶対間違う。もう若い頃からそれはね身に染みてるんですよ。もっと大きな目線でこの上の目から見てね、要するに人生は俳優なんだから役柄ちゃんと演じなきゃいけないからね、それを役に恥かかせないようにやらないといけないし、かといってだからなんか貧困法制にってわけでもないんだね。喜怒哀楽の世界でありますから、それは何でもいろいろありますからね。だからそんななんか型にはまった人生っていうわけでもない。でもとにかく生きてるってことは、とにかく明日朝起きてね、目が覚めたら
そこからもう一回そこからなんかやんなきゃいけないのね。恥ずかしくない一日を送らないとわかります皆さん。生きてると退屈してるわけにいかんのでありますよ。朝起きてね、目が覚めたらなんかやらないとね、それがだからやっぱり生きてる緊張感なんじゃないですか。で、私はですね、自分の体験から言ってもね、道は後ろにできていくんだと思いますよ。私はだから子供の時はやっぱ国鉄に行きたかったんだね。日本国有鉄道に。別に運転手になりたいっていうわけじゃなくて、とにかく鉄道の仕事したかったんだな。でも私が大学卒業する時、初めて文化系の大卒の採用がなかったんですよ。国鉄分割民営化の方針決まってたから。だから浪人したわけでもなかったから絶対行けなかったんだな。そうすると私はですね、もう仕事に関しては行きたかった国鉄で行けなかったから何でもいいやという思いが非常に強いんですね。最初からそうなんです。でも行かなくてよかったな、正直言ったらこれがだから人生が作用がまでさ、行かなくてよかった、結果的によかったと思うんだ。行ったらまたなんかいろいろあったと思うんだな。でもだから要するに最初に行きたい時言えなかったから、本当に今でもそうなんです。いや何でもいいんですね、別に。あんまこだわりません。一番行きたかったのも行けなかったんだから、本当にだからそれはもう就職した時から何にも変わらないんです。行きたいとこ行けなかったんだから何でもいいやと思って、その代わり私暇が耐えられないんだな。だからね、何もしないじっとして耐えられないんだね。なんかわけのわからないこと言われてさ、シュンとしてるのは耐えられないんだね。この間どっかの動画見ておりましたらね、皆さん怒りを出したらね損しますよと。6秒待ってくださいと。怒りがあって6秒待ちなさいと。6秒待てば怒りがね静まるからと。6秒待ってからなんか言ってくださいと。その前になんか喋って怒りを出すとね、人生損しますよってなんか言ってんだね。笑っちゃいけないよな。怒り6秒待てなんてどこにそんな話があるかね。怒るのは怒るんだよな。怒った上でどうするかでしょうがな。何が6秒待てだ。ほんな怒りをね止めるからいかんのでありますよ。喜怒哀楽っていうぐらいでね、般若な顔見てくださいよ。だからね、大黒天は可愛い顔してるな。あといろいろ厳しい神様いるんです。なんとか天ですね。怒発天ってのがあったな。怖い顔してるじゃないですか。怒りは大事な感情でございますよ。喜怒哀楽全部大事でございますから。怒りだけ外せなんて言うからね、おかしなことになん。芝居だってそうでしょ。物語だって映画だってドラマだって、怒りがなかったらさ、みんな6秒待ってこんなことやったら芝居見てたってつまんないじゃないですか。即座に怒らないからね。なんだこの野郎ダーンってやってる。昔なら電話を繰り返してね、お父さんがダーンって繰り返して、そこで物語は進んでいくわけでございますから、お父さん6秒待ってテーブル引っかけさない。もう芝居そこで終わりよ。つまんねえでさ、芝居なんでしょ。だから我々おかしいのははっきり言ってすんごくおかしくて、要するに退屈でもいいから長生きしたいって、そこに全部来てるわけよ。会社も退屈でもいいから長く勤められればいい。人生も退屈でいいから長く勤められればいい。ただひたすら無意味に寿命を伸ばすことが目標になっているケースが多いと思いますよ。道は後ろにできていくんですよ。人生長いか短いかは要するにね、芝居の関係よ。例えばね、朝の連続テレビドラマのね、子役はさ、最初のうちで全部終わるでしょ。子役はだんだんさ、ね、最後までやらないでしょ。子役は全部ね、やがておばあさん役が変わっていくでしょ。子役最後までやることないわけでしょ。だから要するにですね、人生ってやつは、寿命は要するに誰か決めてんだよ、プロデューサーが。で決めてる間だけ一生懸命やればいいわけですよ。余計な心配いらないわけね。その代わり何となく分かってくるわけですよ。分かってくるから、終わるものは終わる予感するし、持っていく予感がするから、それに従って働いていけばいいわけですよ。動物だってそうですよ。動物は死ぬの予感しますからね。予感したらもうね、群れから離れるとかさ、ちゃんと準備があるでしょ。人間だって本当そうなんですよ。要するにこの兆しと申しますか、声は何とか聞こえてくるから、そういうふうにやっていけば十分でありまして、その辺は我々ってね、生物なんでございますから、こんなに皆さん難しいことございませんですよ。たくましくとにかく今日一日一日たくましく生きていくことですな。決してなんかひたすら長生きだけとかね、そういうのはよろしくないですね。今我々一番その罠にはまってるんですよ。特に日本がそうですよ。
戦争ないでしょ。結核でも死なないでしょ。それから妊娠で死ぬことまずないでしょ。だからもう三大バリアがないんです今。だから本当知らないですよ、このことがない限り我々は。そうすると逆に生きるっていうことが曇ってきちゃった。生きることが目標になってくると、長生きが目標になってくるとですね、長生きだけが目標になってくると、いや人生輝かなくなってきた。もうだんだん年いとと人生は暗くなってくる。年金も減ってくる。投資信託でドル買ってたら損したとかさ暗くなってきて、でいろいろ子供いろいろ近所もいろいろある、いろんなことあってもこう狭いところ暗い道をこうやってこうやってね、しかも怒っちゃいけない6秒待てとですね。ほら辛いわ。もうその辛さを一心に私頑張ってるっていう人は、例えば山手線乗っても地下鉄乗ってもたくさんいますわな。ブツ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 言ってる人がね、なんかね朗らかな顔してない。特に東京に多いそういう人たちはね。東京の電車はそういう人たちばっかだな。若い人も結構そうだな。こうやってブツ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 ね。もう今日からやめたらいいね、そんな方はね。心配ないんだって。別にね、法律なんかあったってさ、それはどうかって話なんだね。法律は運用で決まるんですか、あんなものは。勝手に解釈でどうだこうで言う人ありませんわ。運用で決まるんだから、人生ね、正論通せばいいなんだってね。で交渉事だって自分の思いをしっかり通せばいい。向こうも本音言ってこっちも本音で、それからどうするんだから。本音言わなかったら人生始まらないですよ。交渉も始まらないですよ。だからそこのところに一歩踏み出す、二歩も一歩も踏み出すことが大事なことでございます。でこれがだから生きる原則でございますね。そういうふうに考えた時に、今我々はどうやってそこにまた戻ればいいかって話があるんです。歴史的に考えますとですね、まず今の人たちがどういうふうに変わっていくかなんですけども、バブル崩壊でございましたでしょ。昭和のバブル崩壊。あの後何が起きたかっていうと、昭和のバブル崩壊で一番踊った人たちがまずそのニヒリズム、虚無主義に陥りましたね。何も信用できないという世界。時代を先端で突破するよって頑張ってて、その人たちがその思惑が外れると、この人たちは元気あった分反対にものすごく自信を失うんです。何にも信じなくなります。何一つ信じなくなります。例えば戦後でありましたらね、戦争世代ですね、みんなね。だってとにかく死ぬことが大事だと教育される時代ですから、戦前はもう死ぬことですから、命を惜しんじゃいけないわけ。戦前はね、もうそれは兵隊だけじゃないです。一般市民だってね、お国のために死ぬことってどんどん教育されてましたから、それが全部間違ってた、分かったわけよ。もう二度と国の言うことなんか信用しない。ハイパーインフレで財産もなくなっちゃった。家1軒買えるお金がワイシャツ1万の金になっちゃった。何にも信用できませんわな。一生その思いね持って暮らした人もたくさんいましたですよ。何にも信用できない。だから人生一生刹那的っていう人も結構いた。ね、バブル崩壊した人も結構いました。だから今ね、あんまりほらバイデンとかさ金融とか米軍とか言ってんとあれなっちゃうな。私思い出があるんですよ。1999年にお客さん連れてヨーロッパ行った時にベルリンのホテル泊まったんだね。でその時ツアーガイドがね、非常に日本語上手な人だったんだね。日本語上手ですねって言ったら、私は東ドイツで外務省に勤めてましたって言いましたね。東ドイツ国なくなったでしょ、ソ連崩壊した時に。で東ドイツで外務省に勤めてましたってね。多分あれ日本担当の人だったんじゃないかな。スパイもやりながらさ、本当に日本語上手な若い女性でしたよね。で大変でしたなって言ったんですね、私ですから80年代にベルリンの壁がまだある頃行ってますから、いかにあれすごいものか自分実感してましたから、あれなくなってね10年近く経った東ドイツでしたから、なくなってほっとしてるのかと思ったら、兄はからんや、その方日本語上手ですからね、これでいいんですかねって言ってましたもんね。全く納得してなかった。東ドイツ崩壊したこと全く納得してなかったですよ。こんなもんかと思いました。そうか、自分の考えでずっと生きてて時代が変わると全然納得できないんだね。納得できないからどうするかという時に世捨て人になるか、今の時代に協力するか。だからあの人たちなんか見てるとね、ホテルのフロントにたちいるでしょ。言ってみれば昔の東ドイツなら割と低いレベルのクラークですね。それに外務省の超エリートが頭下げながら部屋の交渉やってんだから、すごいよね。腹立てずにやってんだよな。立派だったと思いますけど、
そんなことになるんだよね。だから今ですね、バイデンがいいとか戦争屋がいいとか金融いいとかいるでしょ。あれあんまり簡単変わんないよあれ。こんなはずじゃなかったって言いながらブツ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 言ってる。でもそれ全部人生無駄にするんだよな。そらですね、自分のがどう思うか世の中動いてんだから新しい時代で活躍しなさいよってことですよ。せっかく時代変わったんだから新しい幸せを見つけたらいいじゃないですか。ブツブツ言いながらなんかね、古い時代が良かったなんて言ってんとですね、しかもあれですよ、言い訳にね、年を取ったからっつうんだな。違うんだって。あの世に駆け抜ける気ならですね、明日死んでもいいわけですよ。今日気が変わって明日死んだって十分ね、これはその世の中のためになるわけでございますよ。もう年を取ったから体が動かない、頭変わんないとか、それ自分で言い訳しちゃってですね、やってんとですね、ひたすらその長生きだけ目標になりますから、周りも本人も大変でございますよ。これ違う、変わるってね、変わって明日死んだらそれいいわけですよ。今日変わったんだからね。明日からあの世に行ったってまた新しい人生になりますよそれ。このまま何も変わんないと思ってブツブツ言いながらあの世に死ぬと、やっぱり次のね配役だってそれはなんかしんどいとこから始まりますよあれ。だからとにかくこの世にいる間に全部変えた方がいいですよ本当に。あの世に引きずってったらあの世のが大変ですから、この世にいる間に変わって、で寿命は誰が決めてるんですか。自分で決めてませんから。株主は決めますからね株主は勝手に解散とか言いますから、それまではねタイマーがいつセットされるか誰も分かんないのそんなことは。どうでもいいですからそんなことはね。我々俳優なんだからタイマーをいつの気にすることないから突っ走ればいいわけですよ。終わりなら終わりってちゃんと向こうでチェッカーフラグ振りますからね、それもやればいいわけだな。それが本当に人間らしい生き方でないですか皆さん。それを天は期待してるはずですよ。ね、何もしないのにさ、ね、ぼちぼち長生きだけって言ったら天も困ると思いますよ。その結果ね、廃棄物もたくさんねたまりさ、それから放射能もね出ちゃったり、ワクチンも出ちゃったりさ、世の中乱れちゃうでしょ。何も世の中が良くならない。人が生きてるってことは、人はね他の動物とちょっと違うんですね。他の動植物はね自分で生きるってことは目標でしょ。生きることは目標ですから、ね、動植物は生きて子孫を残すことは目標だろ。でも人間は違うんだね。動物も植物も物も全部人間動かすことができる。人間ってのは万物の霊長ってのはまさにそこにあって、人間こそですね世の中を変える一番の主催者なんですよ。まさに我々会社をやってるんですよ。会社という形をとって世の中を変える、日々お役に立てるように仕事してるわけでしょ。昨日までできなかったことをできるようにして、昨日までなかったものをこの世にもたらして、たくましく毎日前を作っていくような会社、そういう組織、なんか世の中を良くするために集まって共同作業やってるわけでしょ。それが会社でしょ。人間ってそういう存在なんですよ。哀れですね、動植物ものはですねそういうことできないから、とりあえず生きてるっていうこと、生きて子孫を残すとこまでよ、はっきり言って。人間だけができるわけよ。その人間がですね植物みたいにですね、とにかくフラフラしながらいつも生きてたらさ、人間の役割果たしませんから、そこはやっぱりですねすごく大事なところだと思います。だから今見てるとね、日本なんかもうね生きてる人間がもうみんなね仕事してない。会社だって自民党だって何にも仕事して、野党もそうだ。もうひたすら席を温めて次の選挙でも当選するようにして、いかに長生きをするか。ますます暗くなって辛くなってんのにいかに長生きをするか。これ全く生き方に反しています。ということは、これヒューズが飛ぶのは近いよ皆さん。天は絶対許さないですよこんなことは。何度も言うように人生の罪はですね、なんかでたらめやる罪もあるんだけど、やらない罪の方が大きいんですよ。何もしないってことは結構罪で、こっちの方が難しいんです。なんかね、刑法に違反するようなことをやってね咎められるのは、これは一番分かりやすいんですよね。刑法違反みたいなことはね、商法違反とかこれ分かりやすいんだけど、何もしないことが罪っていうのが一番大きいんだね。何も改善しない、何もイノベーションしない、やるべきことをやらない、ただひたすらなんか、食って飲んでね吐いてる出してるだけと、これじゃ困るんだね。自民党でも大きな組織でもそういう会社ばっかでしょ、はっきり言って。ただひたすら、株を釣り上げてさ生きてるふりをしてると脳死状態なのに、これはね間違いなく天の罪を犯してるんです。これ
一気にやられますよ、こういうの。間違いないと思います、こういうのは。それが天災で来るのかね、あるいは人災で来るのか、あるいはなんか経済的で来るのか、なんか知りませんけど、絶対そのことはこの世で許されませんから。で、これだけそれが広がってるってことは、一気に行く気だね。一気にやる気ですよ、天は。アメリカから始まりましたけど、政治の世界はね、あれだけじゃないですよ。一気に行くと思いますよ。ですから、やっぱり我々はここでですね、本来の人の生き方に戻らなきゃならない。それはものすごくいい人生なんですよ。ね、なんとなく静かに何もしないで、何も人生揺らさないで、静かに静かに行って、いいことだけやって、そしていい子でなんか長生き、それは無理なんだ。そもそも人間はそういう存在じゃない。そういう存在じゃないんですよ、はっきり言って。割と植物はそうなんですよ。植物はけなげでございますよ、皆さん。松という木がございますね。松はですね、荒れ地に最初に生える木でございます。あれはね、日当たりが悪いとね、幹をこう自分で曲げるんですわ。幹を曲げてね、日当たりのところ出ていくんだね。ちゃんと分かるのよ。幹自分で曲げますから。じゃあ針葉樹、杉とかヒノキはどうするかって、あれね、上にしか行かない。その代わり枝が横に出るんです、枝が。だからみんなね、それこそ長生きしようと思って一生懸命生きてる。だから、植物はいいんだよ。植物はね、ひたすら長生きすることを目標にやってますよね。木がそうでしょ。ね、樹齢1000年の杉とか2000年の杉とかありますな。やっぱりね、あれ木はひたすら長生きすることが使命でございますよ。だから例えばね、一つ木ね、杉でも何でもいいから苗を植えますな。苗を植えてね、これ鹿に食われたらね、ただの鹿の餌で終わりだ。これが数年、5、6年経ちましたね。木はね、まあ3、4年でもいいですよ。これはね、焚き火に使えるんだね。焚き火にも好きに使えますな。もうちょっと役に立つ。10年ぐらい経ってこれ切りますとね、内装材に使えますな。で、5、60年経って切りましたら今度は柱材に使えますな。100年経ちましたら名木の仲間入りしますな。1000年も落ちましたらみんなで見学しに来てくれますな。観光資源になりますな。木なんかですね、長生きすればするほど価値上がってくるんだ。人間ってそうかな。長生きすればするほど人から尊敬集めてるかな。あんまりそうじゃないよな。100歳見学に来る名木って言われる、なんかちょっとね違うでしょ。やっぱりなんか人って植物とは明らかに違いますよね。なんかこう長生きすればするほど尊敬されてないよね。なんで生きてんだって言われちゃうことあるもんね。手間かかるとかさ言われちゃってさ、行き場所ないね、長生き地獄なんて言葉ができるぐらいですから、植物と違います。木ですよ。木はいいよ。だから何もしない長生きしたかったら木になるといいな。来世は木。そのぐらい鹿に食われるんだよな鹿に食われないようにね、しっかり枝出してね、幹曲げてね、長生きするんだよ。ほらこれ1000年でも2000年でもいきますよ。俺はっきり言ってトトロの世界だな。トトロの世界はまさにそうですな。あと動物昆虫はね、ちょっとこれも切ないもんがあるよな。いきなりパクってこられちゃうしパクってこられちゃうし、まあなかなかだからその他大勢から抜け出せませんわね。え、動物昆虫はその他大勢から抜け出せないし、まあ人間はありがたいもんだな、正直言うとね。そういうものがさたくさんある中で、物なんかもっと切ないわな。石っころなんて変わるのに何千年何万年かかるぜ、はっきり言って。ボンと石そこに落ちるでしょ。自分で動けないもんさ。ここちょっと暑いぞってあってさ動けないでしょ。で今度水の中で流されたらさ、またとんでもないとこ行くわけだな。誰か拾ってくれれば変われないじゃないですか。俺はな、鉄が入ってんだと、この石はな立派な鉄なんだと思ってもだね、この石持って誰か精錬してくれるまでその鉄は生かされないんだよ。これ宝の持ち腐れっていうんだな。金もそうですよ。金とか銀だってあれね、石の中入ってるのほんのわずかしか入ってない。ほんのわずかの金とか銀をね、人がわざわざ取ってきてすごい金と手間かけて精錬するから金銀ができるんで、元はですね、見たって分かんないようななんかただの石ころなんで、はっきり言って。パッと見てね、金色なんてまずそんな石まずありませんから、もうずっと寝てるわけだ。おいここだぞということもできないしねえ、おいこれ持ってけよと自分で言うこともできないし、ひたすら待ってんだよ石も。あれも気が長い商売だよ。ほんと石なんかになったら気が長い商売でさ、何にもできない、はっきり言ってね。だから人間の役割いかに大きいか分かるでしょ、はっきり言って。石もちゃんと生かしてやらないかんし、動物もね、
なんかそれはもう本当にねその他大勢でねすぐ壊れてしまうところをですね、まあ植物連鎖は止められないけどさ、動物も立派にこの世の役に立つようにねこう慕っていかなきゃいけないし、木だってねなるべく長く生かしてさ、ね、役に立つしなきゃいけないし、これ人間にしかできないことですよそれは。天が一応やってるっちゃやってんだけども、天の仕組みは随分時間かかるでしょ、天の転換は。例えば我々ねこのあれですね、この時計、これだって元はですね石と石油なんですよ。これだってわかります？石はですね、まあ例えばアルミとかね鉄とか、あとシリカもそうだな。それからこれプラスチックは石油でしょ。石っころとね石油でこれ作ってるの。大変なもんですよ。ただの石っころだよ。石油は黒い水だよ。臭くて黒い水。石っころとさ臭くて黒くて臭い水、これどう見たって役に立たないよな。でも人間もすごいもんだ。これ役に立つと思った人いるんだろはっきり言って。この石っころだねこう持ってきて精錬してねアルミ取るとかさやった人いるわけよ。金物取るとか鉄を取るとかね。で石油もですねあれ上手に煮るんですな。煮るわけだよ。そうするとさ蒸留っていうことができてプラスチックもできるわけだよ。だからこれ元はね石と臭い水ですよ。これ人間にしかできませんよこんなことは。いくらねうちのペットは可愛くたってここはできませんでしょ。ねえクラゲにもこんなことできないし、松や杉だってこんなことできない。こんなことできないのは全部人間の力でしょう。石っころもこれも石油も喜んでると思いますよ。ただの石っころだよ。どこまでたったらただの石っころだよ。ねえそれから石油だってどこまでたっても臭い水だよな。そんなもんな。こうやって世界のお役に立てる。世の中の幸せにお役に立てるのがどれだけ喜んでると思います。石だってこの臭い水だって。こういうことやるのが人間の仕事なんですよ。要するに我々はすごく重要な使命を持ってるんです。人間にしかできないことが本当に多いんです。これをやるのが使命でございまして、ですから何て言いますかね、今はそういう意味で何もしないことの罪が非常に多いんですね。でしたがってこう今からの時代考えますとですね、まずこう生きがいがなくなっちゃった人がいる。こういう人たちはとりあえずの人生の今までの成功の法則が成り立たなくなったから次の法則を見出さなきゃいけない。すなわちさっき言った株主が変わったってわけだな。株主が変わって定価も書き換えだからぐちゃぐちゃ言ってないで新しい定価でやればいいわけですよね。ぐちゃぐちゃ言ってないって随分酷な言い方かもしれませんけども、でもそれしかないのよ。それ恨んでたってさ情けなく思ってたってさ時が過ぎていくばっかですよ。ね、しょうがないでしょ。まあ人生ね理不尽に死ななかったらよかったんだよ。本当理不尽に死ななかったらよかっただけでよかったわけだから、生きてんだからね頭切り替えて行動すればいいですよ。とか今何もしなかった人、いよいよ行動の時ですよ。そろそろ昼寝は覚めてください。ね、そろそろ昼寝は覚めて行動していきませんと。行動してますよ。一生懸命頑張ってます。でも結果が出ないんです。いや結果が見えないだけです。何回やってるんです。例えばね自然栽培のこのお米ありがとうございますね。自然栽培のお米はですねこう植えてもですね最初なかなかこう穂が大きくならないんだそうですね。苗がそれはね根をたくさん張ってるんだそうですよ。根を張るのに時間かかるもんでね上があんまり伸びないそうですよ。でもう夏になってからね暑くなってからいきなり上がバッと伸びるそうですよ。それに対して肥料をやってるやつはとにかく上が最初伸びるんですってね。上が最初伸びてくる。伸びが早いんだけども弱いから例えば台風なんか倒れやすいんだそうですよ。だから私なんかこの平成の30年間見てますと日本人は根を張った時代でしたね。例えばここにいらっしゃる方ビジネスやってる方たくさんいらっしゃるでしょ。昭和の頃あんたビジネスマンが精神世界の話なんかできませんでしたからね。ビジネスやってる人はそんな宗教関わった話なんか一切禁止でしたよ。怖かったんですよ昭和の時代は。船江さんが出てきて変えたんだから。船江さんの功績はそこにあります。船江幸雄さんはですねビジネスやってる人が精神世界宗教神様語って OK にした人ですから、あれすごい抵抗あったんですよ当時。ビジネスやってる人間が宗教とか精神世界の方ってどうすんだ、何を始めたか聞いても狂ったかと言われた時代でしたから、本当そうでしたよ。だからそういう人たちの努力の結果は我々今あるわけで、ですからもうそういうね、ことは誰も言いませんので、ですからあの世とこの一体になってそれ普通にそれを形にすることが許されるわけですね。したがって
やっぱり頭切り替えて次の人生やることです。昭和20年の敗戦の時はですね、もう早い人は昭和22、3年から頭切り替わりましたから、品質改善運動を始めて、昭和25年の朝鮮戦争の時にはもうアメリカ軍に納入できる高品質のものを作って一気に金儲けて昭和30年代の高度成長に突入していきましたよ。だからほんの数年、20年か22年ぐらい前、2、3年ぐらい前だ。それだけ本当止まってまして、あと一気に進んでいきましたよ。今リニアが全然工事できませんですわな、リニア新幹線が。東海道新幹線になって工事始まったのが昭和34年、営業開始が昭和39年、たった4年間。ごめんなさい、39年だな、39年でしょ。だからたったの38年か、39年だね、39年ですね。だからたったの5年で工事開始から営業開始までたった5年でしたよ。東海道新幹線なんか今何年かけてんのあれ、リニア新幹線とか。東海道新幹線たった5年で工事終わって営業開始しましたよ。やりゃできるんですよ、やる気になれば。そう、この国の人たちはやる気になれば何でもできるんだって、話早いんだって。我々だってですね、酒屋の6代目の方来ていただいて、福島でね放射能除染やりましたよ。県庁でちゃんと記者会見までやりましたよ。ちゃんと消えるんだから、全部各種分析までしっかり全部やりましたから、やれば消える、やればできることですよ。だからこの国は何でもやればできる。頭切り替えて次の人生、世の中についてどうやって生きるか、自分の役割さえ自覚できれば一気にできますよ。それがなかなか見当たらない。知っていって見てやってて、そのすごいものを感じてもらったら大丈夫ですよ。その渦の中に入っていったら、知っていって見てやって、なるほどこうやって世の中が動いておると、自分も入ってみたらいいんですよ。何も難しくない。この国の人たちはすごく現実的です。日本人は世界の人たちの中では最も現実的な人たちです。はっきり言って。それは今日のことだけでいいっていうんじゃない。いろんなことに対して現実的なんです。だから未来を作るってことに対してもとても現実的に考えます。で、生活を組み立てるのもとても現実的に考えます。宗教的規範があるからこれやっちゃいけないとか、これは排除するとか、そういうこと実はこの国はほとんどないんです。まあいろんな収支ありますけども、あんまりっていうかほとんど仕事や生活に影響を与えません。良い意味での気持ちの支えになっている人たくさんいます。良い意味での気持ちの支えになっている人たくさんいるんだけども、うちは浄土真宗だからこれやりませんとか、会社はそんなこと言いません。私は神道だからこれ食べませんとは、お祭りの前の時は何でもないかもしれないけど、あとは何でも食ってるんでしょ、はっきり言って。だからね、あの世はどうなんですかって言ってですね、キリスト教の人と神道で喧嘩したなんて聞いたこともございません。アラーが死ねと言ったから今日突撃しますなんてもう聞いたことありません。この国の人たちにはとっても現実的なんです。頭切り替えて行動すれば何でもできるんです、この国の人たちは。それはもっと我々自信持たなきゃダメです。で、今やっぱりなんとなく止まっている人たちが普通に動き始めてます。平成の頃からだんだん動き始めていって、コロナの頃からさらに動き始めてます。かつて出口直という人がいました。大本の開祖ですね。この人はお筆先っていうのを書いてたくさん残してるんですね。そこに人民三部になるぞよって書いたんです。立て直しがあって人民三部になるぞよって書いたね。まあ 3% 普通読むんですけども、いやそれ 97% 死んじゃうって意味じゃないのよ。要するに古いものがぶっ壊れるのが建て替えって言って、人生全部方向性とか価値観変えなきゃいけない。その時に未来が分かって行動できる人が言ってみれば 3% ぐらいだって言ってるんですね。97% は死んじゃうって意味じゃなくて、97% は没頭してるっていうか、よく分かんなくなっちゃった。分かる人は 3% って。3% もいたら皆さん十分ですよ。考えてくださいよ。日本は1億2000万おるでしょう。1億2000万おりますから 10% で1200万、 1% で120万でしょう。 3% は360万もおるじゃないですか。360万人持ったら日本なんかあっという間に変わりますよ。私なんか平成の頃は1人2人でやっておりましたから本当だよ。塩花パブロはじけて1人2人でやってましたよ。ほとんどみんなこういうことを気にしてなかったから。分かる人もいるんだけど声上げませんでしたから、そういう人たちは。アメリカも 3% でしょ。あれ3億5千万人ぐらいいますから 3% ってこと1050万ぐらいでしょ。1000万人動き出したらそれは変わりますよ。アメリカだって。日本も360万人動き出したらそれは変わりますよ。全然問題ないですよ皆さん。ちょうどいいぐらいかもしれません。
360万人が一斉に動き出してごらんなさいな。あっという間に国変わりますよ。アメリカ1000万人動き出してごらんなさいな。一気に変わりますから。ですからみんなね、積極的にやんなきゃダメですよ。もうそこまで来てんですから、自分の使命を自覚して、よく分かんなかったら何かやってみて、知っていてみてあって、で今日一日何があったかね、よくね反省して、で朝起きたら今日一日何やるか考えて、年関係ないですから、若くても年取っててもあの世に駆け抜けるだけですから、明日目が覚めなかったら考えればいい。明日目が覚めなかったら考えればいい。本当そうなんですよ。目が覚めたら続きやれってことだから、そんなね選択の余地はないわけ、はっきり言って。選択の余地ないからどんどん走ったらいいと思いますね。そういう元気でたくましい生き方を親がすると、子供は元気出てくる。子供はね、親の言ったこと聞いて育つんじゃないの。親の背中を見て育つのよ。子供はね、大人の言ったこと聞いて育つんじゃなくて、大人の背中を見て育つんだから。大人がそうやって、年寄りがそうやって生きていくと、みんな元気になるんだって。まず教育の手本は、生きてる人間、大人、年寄りからやらないと。それからね、年を取って初めて分かる喜びがあるっていうのが、養生群を書いた貝原越見の、江戸時代の貝原越見の有名な言葉ですね。年を取って初めて分かる喜びがある。そうなんですよ。続けないと分からないことってある。だから何でも途中で放り出さないでですね、続けてみる。続かなくなったらしょうがないけど、続けないも続けてみる。でその域まで達してみたらいいですよね。難しいことはない。ですからそんなふうに考えますとですね、国ももういよいよいけないね。さっき言ったように逃げ回ってばっかりいますから、そういう時はみんなもうすごい大洪水だと思いますよ。全部流されちゃいますから。あんな低たらくはね、絶対天は許しませんから、全部流されちゃいますから、あとは一人一人がいかに真剣にこう生きていったのか、その生き様が教科書です。生き様が教科書なんです。子供への教えになります。一人一人生き様が本当にね、教えになります。その生き様がいろいろ揃ってきた段階で、例えば 3% だら360万人いるでしょ。360万人の生き方が教科書なんですよ。はい、360万人の生き方が教科書になりますから、教科書は我々が書くしかありません。360万人が頑張って行動する、その姿が教科書になりますから、今生きる人たちがどう生きるかが教科書なんです。これが次の子どもたちを育てる重要な指針になってまいります。ですからいろいろ言っててもね、始まらないんで、頑張って行動していきましょう。とにかくここまで来ると、その健康を害さない生き方は当然大事で、それは命を無駄にしないっていう意味で大事なんです。あれは武士も同じです。死に時をしっかり分けまえろってことは無駄死にするなっていう意味でもありますから、命を大事にすることは実はとても大切。すぐ死んじゃえいいっていうのは言い方がそうなってるだけの話で、その死ななきゃならない時に早く死なないと家名も残らないし、世の中前に進まない、戦いを負けちゃうという意味ですからね。あれはそういう時代なんですよ。そういう時代からそうなってるわけで、ですからとにかくいただいた命を長くすることは、これはとても大事。そのためにはね、いろんなこと必要ですよね。皆さんご存知の通り、健康とね、長寿のために何するか分かりますな。でもそれをただひたすら寿命を伸ばすだけじゃ何の意味もないんで、伸ばして何かすることがあるから伸びるわけよ。いくら健康を考えたって役割なかったら人生すぐ終わりますから。そういう人たくさんいるでしょ。だから生きてるってことは何かやるべきことありますから、そういう意味で生きてるってことを大事にして、長生きよりも今生きてることを大事にして暮らしたら、結果的にいい人生だったと。いい人生が長く続いたのは結果的にそう言えるはずです。後ろにそういう道できてますから、そこのところをね考えていただいたら、お一人一人も幸せになれるかなと思っております。とにかくね、塩野さんも頑張って一年発起してチョコレートさん始めてね、今頑張ってますよね。これが大事ですね。もう閉じこもってるとろくなことございませんので、はい、頑張ってまいりましょう。というところでだんだん時間も45分、あと15分になりましたので、ここでご質問をお受けしたいと思います。ご質問ご意見どんなことがありましたらお寄せください。どうぞ。藤原先生の動画の中で、5次元通信という話がたまに出てきて、船井先生が芋洗いが伝わるって、それも本で読んだことあるんですけど、それとはちょっとまた違ってると、5次元だからきっと時間軸も動いて過去も未来もないみたいな、
どんなふうに捉えてるんですかね、5次元通信って。テレパシーともまた違うような気がするんです。まあテレパシーみたいなもんですよ。例えば私も今スターリンク入れてますけどね、インターネットあれ衛星通信で、衛星下から見えないんですよ。肉眼で見えないでしょ。でもやっぱり衛星あるのよ。だからしっかりつながりますでしょ。5次元通信って意味はその4次元まではこの上っていうことで言ってみれば、その時間も空間もない世界、想念の世界ってことですね。これはね慣れると分かるんですよ。想念の世界に明らかに何か情報があって、みんながそこアクセスしてるんですよ。誰が何してるか実はここに全部情報があって、そこから何か聞こえてくるんですよ。慣れると分かります。それが一番当たってるんです、はっきり言って。でそこが答えがなんとなく見えてくるから、それをよく見た上で現実見てると、ああそっちに再寄せされていくのが分かります。こんな感じなんです。はい、メドベッドの進捗状況について教えていただきたいんですけれども。いや私はもう日本製のメドベッド毎月入ってますよ。土橋先生。えやはり開発されてるのは土橋先生が。やっておられますよ。毎月どんどん改良されておられます。ただ病気治しじゃないですから、病気治そうと思うとあれは効かないんでね。何を直すの？人生を良くするんだ。人生をバージョンアップするためのメドベッドです。病気治そうと思うと効かないんです実はね。病気治しのやつっていうのは聞いたことありますけども、オリンピックの選手村にあるんですって。そこに入るとなんか傷が早く治るとか言ってましたよ。オリンピックの選手とかなんかよく傷ができるでしょう。あれ治るの早くなる、なんかそんなメドベッドあるんだ聞いたことありますよ。私入ったことないですけどね。はい、先生以前ですね、はい、新しい今まで知られていない技術というのがこれからどんどん明らかになっていくだろうというふうにおっしゃっていることをですね覚えてるんですけれども、これから直近で、今年末年末来年にかけてですねトランプ大統領が誕生して、一緒に混迷の世界が出てくると思うんですが、その中で我々としてはその、自分の周囲のところ、自分のその生活の範囲でふっと感じるものからそういう技術が引っかかるというか、そういう形になるのか、それともすでにあるものが権限されていくという。両方ですよね。すでにあるもので言ったら、例えば一昨日昨日アメリカでは UFO の公聴会開かれたんですね。すごいですよね。3000G を克服して動く乗り物があるんだって。 G 重力の3000倍 3000G で動く乗り物があるんですって。それ物体なんですよ。だからレーダーで計測できるんですね。で何のことか分かんないって言ってるんですよみんな。何のことだか分からない。だからどういうふうに応用するかも含めて、現実のあるもので理解できないものは結構あって、でも中には使えるものがあるでしょうから、それは何か使うんじゃないですか。それはいわゆる低反発というか、完全にいやよく分かんないんですよ。関係ない形で動くようなそういう。よく分かんないんですよ。だから一つはね、異次元の影である可能性ありますよね。異次元の影の物体になるんですよ。例えば4次元の我々4次元にするんでしょう。5次元以上の影は4次元戻りますから、4次元になりますから、5次元以上なんか物体の影がこの世で4次元以上なんか存在がこの世で物体となっている可能性が大いにあるわけね。だからこれはですね、宇宙船じゃないんですよ。要するにパラレルワードの乗り物なんだな。パラレルワードの生き物なんだね。それはこっち来てる可能性ありますから、パラレルワードはやっぱあるんでしょ実際に。パラレルワードの生き方どうするかとか、向こうに何があるかとか、例えばパラレルワードが我々のこの世の中とちょっと時間を置いてね、同じものが時間を置いて並んでる場合には、これタイムマシンができるんですよ。我々の世界は物質の崩壊って現象ありますから、決して昔に戻れないですね。物質の崩壊進みますから。ところがパラレルワードに100年前ので遅れてるものがあれば、100年前の物質がそこにありますから、そこへ行けば100年前の物質が見れるわけね。本物のタイムマシンできますよね。パラレルワードのそれがあればですよ。だからパラレルワードの存在がはっきりと分かればですね、でどうやって行き来するか、行き来したら何が起きるのか、
今までの知見を集めて考えると全く全然生き方って生まれるじゃないですか。それは大きい方の宇宙の世界ですけども、あと例えば火星に水があると、どうも液体の水が地下にあるらしいっていうんだね。あるいはグリーンランドで研究してるんですよ。グリーンランドが一番木星に似てる火星に似てるとか言ってでやってるんだけども、人間みたいな形した宇宙人はどうもいそうにないんですけども、いわゆる古生菌っていう大昔の微生物で生きてるんだね。と宇宙の成り立ちは最初に微生物がいたってことでしょ。宇宙は微生物が作ったってことですよ。この微生物は我々のところにたくさんいますから、この微生物上手に使って実は放射能を消してるんですよ。古生菌上手に使って放射能を消してるんですね。そうするとそんなのだって地球の浄化のいろんな工業的なやり方がいくらでも使えますから、いや新しい知見は我々の生活を大いに変えると思いますよ。はい、それとは別に我々自身ももっと開発するものもあるでしょうし、すでにあるものとこれから開発するものと両方だと思いますよ。祈りの力っていうものに関して先生がちょっとどのように思われてるかなっていうことを私たちにメッセージとしてまたいただけると嬉しいなと思います。祈りの力大きいでしょうね。要するに5次元との交流ですよ。5次元との交流でこの世界も喜怒哀楽ありますから、祈りの世界もね、それが普通に5次元の世界と祈りの交流ができれば人生楽しいと思いますよ。要するに別の人があの世にもいるっていうふうに考えたら簡単ですよね。祈りの相手がイエスさんだってナイさんだってね、同じ人格があると思ったら簡単ですよ。で普通どういうふうになるかっていうとですね、例えば日本だとですね、この祈りは和歌ってやるんです。和歌五七五七七ね。祈りの形は和歌なんです。和歌に思いを記して神に捧げますとね、しばらくして神から答えが返ってくるの。ふと気がついたり何か起きたりして、だから神に申し上げる祈りが和歌で、神からそんな時を置かずして結果として神がどうするか教えてくれる、こういうことでもう何千年もやってますこの国はね。それ一番形式的な祈りの形です。でもそこまでいかなくても、要するに祈りはしてもいいんじゃないですか。しかしもう一つあえて言うとですね、日本はですね、もう一つそこにあるものが入るんです。神ながらって考え方なんです。いくら祈ってもいいですが、最後は神様次第ですよ。ね、神と取引はできませんよ。こんなにその身を粉にして、こんなにその犠牲を払ったから叶えてくださいって言っても、限りなく輝いてはくれようと思ってるんでしょうけども、最後は神様の都合次第だから、そんな最後まで取引はできませんよ。神は取引はできませんよ。これが日本のね、神事の極意ですね。だから祈ったから全部その通りあれが叶うわけじゃない。お玉串を積めば積むほど言うこと聞いてくれたわけじゃないってことなんですね。いくらお賽銭、こんなお賽銭払ったんだから言うこと聞いてくれる、それはないってことですね。そのあたりは日本の神様事は非常に潔癖です。それあたり祈りかな気がします。はい。自分では全く持ってない素人なんでわからないしどうでもいいんですけど、先生今度アメリカで金本位になって金に見合うだけの現金しか流通できなくなって、流通させないことで膨らめちゃうことはもうしない方向に行くような感じで受け取ってるんですけど、多分もしそうだとしたらもうその金向こうでやりたい分の金のロシアでもアメリカでもきっと準備がもうすでに終わっていて、で募集すべきは募集されてしまっていてって考えると、今の金の価格が全然とどこにでもある普遍的なものにするために金の価格一回下げるんじゃないかっていうんですけど、そうすると他の物価と比べた時に金の価格が下げちゃうと困っちゃう、足りなくなっちゃうんじゃないかって気がちょっとするんです。そうじゃないんですか。金なんかどこにでもある石ころみたいなものになりますから。金は安いとどこでもある石ころみたいになりますから、普通に通貨としてみんなが使ってくれます。今高すぎるからあれ金庫に入れてしまっちゃうんですね。あれ安くしないと通貨として出回りませんので、はい、今のままあんな高いままじゃあれ通貨にならないんです。あれじゃ貴重品になっちゃうんです。はい。金塊見たことありますご自身？ああ、一度見てください。神々しいですよ。
金塊は神々しいですよ。あれ陶器の対象にしたり、あれなんかね、財産だと思って蓄えることは、あれはちょっと神の意に反するんじゃないかな。前から私そう思ってるんですよ。金はだから安くならないと通貨として使えないと思います。あれは言ってみれば神の光だから、神の光を経済に持ってくるみたいな話ですよ。だからみんなが使えなきゃダメですね。あの世に駆け抜ける、そして明日目が覚めなかったら考えるということで、非常に分かりやすくかつ奥行きのあるお話だったなと思ったんですが、仮に、明日死ぬっていうことが分かっているとしたならば、最後に何をお食べになりたいでしょうか。いやもううまいもんたくさん食ったし、うまい酒飲んだし、あまり気にしませんね。もうはっきり言ってですね、若い頃からいろんな仕事もしてあちこち行きましたから、全然そういうのはもうあれですね、今もう本当に良くないんですね。それからじゃあ何か引き継ぎやりますかっていうと、いや大丈夫ですよ、残った人は何でもできますからね。死んだ人の後始末とかしたことあるし、亡くなった人の後始末とか自分したことあるから、何も残さなくても結構できるもんですよね。だからもう別にそうかなってなもんですよね。だから明日遠足行くぐらいなもんで、そうかなって感じですよ。私本当今そんな感じですよね。だから前から割とそんな感じなんだよね。今じゃなくてですね。いやだから今とにかくなんか頑張ろうってことで、美味しいものいただける時はいただきますしね、太りすぎたら少し食べるの控えますしね。だから別にあんまり考えてないんですよ。本当だから駆け抜けるっていうイメージで昔からやってるんで、昔からっていうかな、っていうかイメージ湧かないんですよね。どっか止まるっていうことがね。人生どっかで止まる。例えば大学を卒業したから、あの大学出たからあの大学の卒業生であることで人生止めちゃってる人結構いるんだよね。同級なんかの。だからいつもなんかあの大学卒業生ってそこから始まっちゃうんだね。そういうこと一回もやったことないんで、だからまああんまり気にしないですね。別に何でもいいです。その時のもの食べます。はい。で所詮大したことない、何食ったって大したことないって本当そう思います。はい。はい、ありがとうございます。それでは多分質問掘ればいっぱい出てくると思うんですけど、ちょっと時間の都合上一旦ここで、終わりたいと思います。ひとまずここで仕切りますんで、じゃあ皆さん盛大な拍手。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。す。